チャンネル登録、高評価、メンバーシップへの加入よろしくお願いいたします。はい、皆様こんばんは、こんばんは。音楽と聞こえておりますでしょうか。どうもこんばんは、カラスマ100です。皆様お集まりいただきましてありがとうございます。本日は、カラスマゲーミングということで、占い師 V と左翼 V が未解決事件を終わらせないといけないからを実況プレイ。今回のカラスマゲーミングは、謎の未解決事件の真相、ミステリーゲーム未解決事件を終わらせないといけないからを初見実況プレイしたいと思います。本作品には犯罪行為、ハラスメント、特に家庭内暴力や児童虐待に関する描写がありますので、視聴にはご注意ください。はい、ということで本配信は乙女座放送局の音花風花様のコラボ配信になります。いつもながら音花風花さんのチャンネル登録もよろしくお願いしますということで、今日はよろしくお願いします。はい、ご紹介賜りましたスカーレット・クロワルツピンクの方、人権派の占い師系魔法少女音花風花でございます。今晩もどうぞよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。音量のバランスなどもし悪いということあればですね、言ってください。でですね、実況内容にいつもながらですけど政治的主張などが含まれる場合がありますので、視聴の際はあらかじめご了承願います。あと初見なので謎解きやストーリーのネタバレ等は、やめてください。差別発言などもやめてください。ということで、チャット欄のルールを厳守願います。ということでですね、お正月さん、サリーさん、一ノ瀬さん、コッカラスです。来ていただいてありがとうございます。ありがとうございます。お二人の声とゲーム音声バランス全部大丈夫です。ということで、よかったです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。で、ちょっとこのゲームね、ゲームの仕様で、ウィンドウのからカーソルを外すと音楽が止まってしまうという仕様がまた例のドーナツの穴と同じであるんですけど、ちょっとそれを踏まえた上でですね、先にいろいろちょっと言っておかなきゃならないことがあるので、まずお知らせの方をさせていただきたいと思います。はい。ということでですね、ちょっと、未解決事件を終わらせないといけないからの PV の音楽をちょっと流しながら、話させていただきますが、ちょっと待って、音声が二重になっちゃった。失礼。はい、ということで、すずり、カフェ、スカーレッタ・クローワルツが開店しております。いつも言っておりますが、カラスマグッズや、音花風花さんのグッズがたくさん、用意しておりますので、ぜひとも皆さんご購入のほどご検討ください。
さい。こちらなんですけれども、チャリティー等でですね、国境なき医師団さんですとか、ワリフォーさんの方にですね、寄付されることになっておりますので、売上の一部がですね、はい、よろしくぜひお願いいたします。お願いします。伊沢さん、コンカラスです。来ていただいてありがとうございます。あともう少しでキーホルダー届く予定ということで、ご購入いただきましてありがとうございます。ありがとうございます。はい、キーホルダーもとっても可愛いのでそうなんね。ですよ。はいね、私は全部コンプリートするっていう野望があるので、少しずつね、買い揃えていこうかなと思っているんですけれども、本当なんか色とかも若干素材のその背景の色とかは選べたりとかするので、ぜひお供にね、でもおなる供にほど。日常の反戦反差別のお供にね、連れて行っていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。ということで、そして次なんですが、その授業が生徒を傷つける大衆間書店は教科書の記述の見直しをすべての人の尊厳と選択のためにということで、投稿の方でも紹介させていただきましたが、現在高校生で保健の授業を受けている、金しさんという常連リスナーの方がですね、性的マイノリティ、いわゆる LGBTQ+ であり、教科書を使った授業の中で傷つくことがあります。そして教科書の記述に問題があると思いますということで、異性と親しくなりたいという記述があったりとか、結婚生活は子育てを伴うことが多いなどとですね、わけのわからんことを書いてある大衆間書店に対して、ちょっとですね、直せという、記述を直しなさいという話をしていたいということで、ですね、音花風花さん、翔賀さん、一ノ瀬さんも連名で署名いただいております。ありがとうございます。はい、ぜひ、ね、当事者による署名立ち上げですので、できる限り新井の、でしかも未成年、学生が立ち上げているので、できる限りね、新井の大人がね、支えていくべき署名だと思っておりますので、ぜひよろしくお願いいたします。だからといって、やはり当事者が立ち上げたっていうところが一番大事な点だとも思っておりますので、そういうところでね、正しく、運動とかその思いとかを散奪するこう奪うようなことはせずにしっかり支えていけたらなと思っておりますので、ぜひご賛同のほど拡散ね、よろしくお願いいたします。はい、よろしくぜひお願いいたします。概要欄からクリックして署名のほどご協力よろしくお願いいたします。はい、もう一つ概要欄にあるんですけれども、安倍晋之助氏の家庭内暴力防止プログラムの受講とご家族のケアの提供を読売ジャイアンツ、読売新聞、NPP などなどに求めている署名も、2721筆集まっております。おめでとうございますというか、ですね、家庭内暴力、いや、正直ね、このゲームのちょっとテーマでもあるんで、これはもうね、皆さん署名せざるを得ないというか、皆さん署名してくれてると思うんですけど、こちらもですね、風花さんと翔賀さんがレンガ名で、ですね、立ち上げていただいてます。よろしくぜひお願いいたします。お願いいたします。やっぱね、児童相談所に通報したことを間違いだと思ってほしくないし、社会にもそういうことを言わせない。だって正しいので、はい、なんかこう大ごとにしてとかって親の仕事を奪って楽しいかって言ってるけど、はい、そもそも自分の仕事を自分でドブに捨てたのは当人なので、それを子供のせいとかにするのやめろよっていうやめろやってところもうそれしかない。はい、なのでもうそこもだからやっぱこれも結局その子供を守るっていう社会で守るっていうところ、大人の義務として社会の義務として果たしていくべきだと思うので、皆さんで頑張っていきましょう。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。615さん、こんばんからすです。署名しましたよということでありがとうございます。ありがとうございます。ですね、ご賛同くださった皆様、いや、こちらこそ本当にありがとうございます。ぜひよろしくお願いいたします。はい、ということで、ついにゲームに戻るのかっていうところなんですが、ですね、翔賀さんからと一ノ瀬さんからですね、ちょっととんでもないプレゼントがあったので、ちょっとそちらを先に、紹介したいと思いますが、はい、ドンということで、なんとですね、人物相関図を作っていただきました。めちゃくちゃわかりやすすぎて、これ企業とかのプレゼンで使ったらもうトップ当選ではないかレベルの最強の資料が出来上がって
きまして、本はい。当に感謝に耐えません。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、まあちょっと前回のプレイのおさらいを兼ねて、ちょっと説明していきたいと思うんですけれども、まあ、せいかちゃん誘拐事件というのが、前回の事件でですね、起こったというような、内容の話だったんですけども、まあ、ここからですね、まあ、パート1のちょっとネタバレ入るのでご注意ください。はい。せいかさんという人が、原島せいかなと宮城せいかの2人いるんじゃないかというところまで前回はたどり着きました。はい。はい。で、宮城せいかちゃんが、行方不明事件の被害者なんですけれども、まあ、その、彼女の、と原島さんの、関係性は不明です。で、自首した男性、未解決事件にしてほしいっていうセリフは、最初この宮城哲郎さんってね、宮城せいかちゃんのお父さんの話かと思ってたんですけど、原島康生さんの、まあ、セリフだったんじゃないかみたいなところまで前回はたどり着いて、まあ、だいぶですね、真相に近づいてきたという感じです。で、まあ、捜査官の、まあ、清崎青さんは、せいかさんのお母さんと名乗る人を、疑ってるんですけど、おそらくこの人は原島さんのお母さんの方なんじゃないかっていう感じですよね。はい。今、宮城哲郎さんは牧野めぐみさんっていう、小荒会支援センターのあるところから来てるヘルパーの人と、まあ、宮城さん、ディサビリティがあるんですけど、自分のヘルパーさんとですね、なんか婚約してしまっているという、お前よっていう、それはやっちゃダメだろという、全力でちょっと障害当事者の男性としてツッコミを入れつつ、まあ、でも正直誘拐事件の犯人としては牧野めぐみが一番怪しいんですよね。そうですね。まだ、そう、わかんないんだよな。まだ、牧野、まあ、わかんない。職務上知り合った方と、まあ、恋に落ちましたっていうことが、自体は別にね、まあ、しょうがないんだけど。全部ダメかって。だったら、まずは、担当ヘルパーを降りて、退職しないとダメ。なんじゃないかと思うんですけど。結局、そう、だから仕事が市場に混ざってしまうと、ラインが引けなくなるので、そうですよどのね。程度、やっぱそこはコンプライアンスっていうか、なんていうかっていうところですし、あと多感な時期、まあ多感な時期じゃなくてもですけど、まあ、宮城翔太君に特に負担がかかっているっていう、奥さんじゃない、ちょっと話なので。お子様が、ね、お子さんがいらっしゃって、その子に対してのケアが絶対にできないので、やっぱそこはちゃんと大人ちゃんとしろっていうところではあるので、そうなんですよね。まあ、宮城翔太さんは多分ストレスからね、カードを万引きしてしまったりとか、で、まあ、実は誘拐事件の真相を知ってる可能性もあるんだけど、牧野めぐみさんになんか口止めをされているので、なんか何も言えないという、お前らよっていう、虐待だろっていう、ちょっと全力でね、皆さん突っ込んでいたんですけど、はい。もしまっとうな理由、まあわかんないですよ。まっとうな理由があったとしても、子供の口を塞ぐっていうことは、あっちゃいけないことなので。ね、はい、当然ですね。はい。はい。ということで、まあちょっと前回のね、おさらいというか、私たちも人間関係は、そういえばそんな感じだったと思い出しつつですね、今回ですね、まあまだちょっと、アポロン文具店のツッコミはまあ一応したけれども、まあその後の話をしてないのと、まあ、聖華さんの母親っていうのが実際どの聖華さんの母親なのかもわかんない状態なので、まあその辺の真相追及をね、引き続き行っていこうと思っております。ということで、一ノ瀬さん、生姜さん、本当ありがとうござざいました。相関図をパワポにしました。本当整理がすごいって。いや、お二人ともすごいですよ。この整理すごいでしょ。すごすぎる。ですよ。だってこんだけ入り組んだ人間関係とかのものをこんだけ視覚的に分かりやすくまとめられるっていうのはちょっとあまりにもすごすぎて、ちょっと私あまりにもすごい以外の言葉を失うんですけどすごいな。
ということで、ありがとうございますカラスマラジオ、カラスマゲーミングは視聴者の皆さんに支えられ、物理的に支えられております。そうですね。もうほぼほぼ影日向にっていうより日向でガンガン支えていただいてて本当に皆さんありがとうございます。イエーイということでですね。はい、ということで、皆様お待たせいたしました、ゲーム本編の方に行っていこうかと思います。はい、ということでですね、ようやくゲームを開始することができるんですけれども、はい。はい。未解決事件は終わらせないといけないから、チャプター2の方に行っていきたいというふうに思います。はい、それでは開始してまいります。はい。あ、やば。ゲーム画面が相関図で。はい、失礼しました。私はクラゲですは、前回の同じかな？そうですね。そうさんのかな？振り返ってみると読みます？どうします？どうぞ、よかったら風花さん、前回私読んだので。振り返ってみると、波に揺られて方向も定まらないまま70年余りの歳月を漂っただけ。出会った人みんなにむやみに毒の針を刺してばかりでした。見えますか？私が抱きしめようとした人たちに傷だけが残って、私のいる場所には廃墟しかありません。私はこの世に浮かぶ一匹のクラゲに過ぎないのです。かつて警察官という職業に就いたそのきっかけすら全く思い出せません。ほら、子供を失って悲しむあの家族を見てください。私はたった一度でもあの血のような涙を拭いてあげたことがあったのでしょうか。警察署は悲しみと苦しみが作り上げた空間です。なぜ私はわざわざあそこに入ったのでしょうか。どうして人々に嘘をついて慰めと希望を与えられるふりをしたのでしょう。多分ただの利己心だったのです。張り付くところを必要としていただけでした。ああ、もうやめなければ。この後悔だけが残った漂流を終わらせた方がいい。これで私は初めて世のためになる決断をします。皆様、今まで申し訳ありませんでした。どうか。はい、ありがとうございます。いやー、なんか一旦多分まあ体感的に半分ぐらいまで進んでるんじゃないかなって思うんですけど、ゲーム的に。まあ半分よりは進んでますよね。でやっぱその段階で先ほどのオープニング見ると重みとかちょっと胸に刺さる力が強いですね。いやでもまあ実際この事件の真相がどうであってまあね清崎さんがどんなミスをしていたとしてもこれだけねやっぱり30年以上前の事件30年20年前の事件に思いを馳せて後悔できるんですからちゃんと心あるね警察官だったと思います。世の中にはねクルド人の人をね殺害しておいて何とも思わないようななんか警官がいるので私は絶対許さない所存ですが。はい、そうですね。あと、冤罪仕立て上げて、ね、ご家族の絆を引き裂いたのに、検察で昇進できる人もいるので、ちょっとよくわかんないですね。はい。
ということでですね、現実にも、良識的な警官と、クソみたいな警官がいます。はい。そうですね。まあ、世どの中。ちらかだけじゃないんですよね。そう。だから警察官はクソっていうわけでは、という言い方をしてはいけないですね。肩書きだけじゃないので。はい。ということでですね。で、ちょっと前回終了してから、まあ、風花さんと相談したりとかいろいろしたんですけど、やっぱりね、トゥルーエンドに向かうには鍵をできるだけ開けないといけないっぽいんすよね。なので、鍵の、まあ、これを優先的に探していこうと思います。多分、ただクリアするだけだったらこの調子でいけると思うんですけど、やっぱトゥルーエンドね、見たいのでね。はい。そうですね。僕が1、2でも、宮城翔太くんが苦しい、悲しいエンドには絶対にたどり着きたくないというところで。そうですね。翔太くんだけでもなんとかしたい。そう、はい。いや、本当にそうですね。今のところ、聖華ちゃん以外で出てきている子供というと、翔太くんだけなんですけれども、まあ、先ほど話したように、なんか牧野さんとの微妙な関係のせいで割と苦しんでるっぽいので、解放してあげたい感がありますね。はい。ということで、手がかりを含む、かけらがはかれているということで、おばさんが話したことは本当ですと言ったんでしょと、嘘はついちゃダメだということで、翔太が盗んだものがわかる陳述を出してくださいということなので、前回ですね、これ調べましたよね。はい。アポロン文具店でカードを万引きしてしまったことが明らかになったので、これを選びたいと思います。よし、OK。ちゅうことでですね、で、ゲーム終わった後に気づいたんですけど、これクリックするとね、対応する、場面がほら、右下の方に出るっぽいんですよ。見えます？だからこれ、マップ便利。そう、マップ便利なんですよね。死亡っていうタグがあるので、これを選ぶと、これを選ぶことができると。おばさんが話したことは本当ですって言ったんでしょ？嘘はついちゃダメだよ。おばさんが言ったよ。嘘は良くないけど必要なものって。嘘をつくこと自体が悪いわけじゃなくって、悪い嘘が悪いんだよってね。ママは天国でいつも見守ってるって言った。亡くなった後も僕らを見守ってくれるって言ったんだ。でも、それって嘘でしょ？天国なんかあるわけないよ。聖華はまだママが嘘をついたことさえわからない。バカみたい。ママは嘘つきだ。じゃ、ママも悪い人なの？苦しい。これママって多分本当の実の宮城ママの方ですよね。多分そうですね。サラさんの方かな。宮城サラさん。すでに亡くなっているんですけれども、そうなんですよね。おそらく宮城サラさんとの息子と娘なんですよ。翔太さんと聖華さんが。はい。いや、そうだな。なんだろう。天国で見守ってるよっていうのって、だから残される人たちへの希望というか、慰めというか、まあ優しい嘘なんですけれど、おばさん、だからイコールおそらくめぐみさんのせいで、翔太くんがこのママがついて優しい嘘を疑わなきゃいけなくなっちゃってるっていうところ最悪じゃないですか。めぐみさんの罪重いですよね。ちょっとこの後いろんなどんでん返しがあるとしてももうこの一文だけでダメなんですよ。ダメですね。まあだからサラさんが大事な子供たちに残した言葉を一瞬でも疑わせた時点でもう罪が重すぎるんですよ。わかるってちょっと私はちょっとお怒りです。はい。だんだんねゲームを進めるごとになんかめぐみさんのヘイトが高まってるんですけど、そしたらこれ開けますか？翔太くんのせいじゃないって言ってあげたいですよね。これ言ってあげたくないです？そうですね。じゃあまずこの鍵を開けようかな。記憶をたどってるからプレイヤーは時間が進んでるけど、そうですね。清崎さんは全く現在の状況から動かないまま、まあおそらく警官を引退して、まあちょっとですね、過去でもう分からなくな状態になって過去を思い出してるっていうことですよね。
そうですね、きっと終止符を打つまで変われないっていうか、終わらないんだろうなっていう苦しみを感じますね。はい。そしてこれが、公園か、これか。公園のキーワードで、おそらく選ぶことができる。はい。翔太くんのせいじゃないわ。翔太くんの家族の誰のせいでもない。僕がおばさんに公園に来ないでって言ったの。あっちへ行って、公園は僕と聖火だけで行くからって。だからこんなことになったんだ。僕がおばさんに近寄らないでと言ったせいだよ。公園にみんなでいると、僕らまるで家族に見えちゃう。聖火がおばさんをママって呼ぶのが天国から全部見えるでしょう。僕はママが見てるって信じてなくて、それは嘘だって全部わかってるけど、でも、そしたらママが悲しむと思って、おばさんのせいじゃないよ。僕が一緒にいたくないと言ったからだよ。いや、おばさんが悪いでしょ、これは。でもそう、前段としてさっきのセリフがあるから、おばさんっていうか、申し訳ないけど、めぐみさん悪いよね。だから結局、なんでしょうね、だから再婚することを悪いとは言いませんよ。でステップマザーが悪いとはもちろん言いませんが、翔太くんに正しくステップマザーとして接することができてない。ステップマザーとしてだから哲郎さんがちゃんとめぐみさんを受け入れるときに、ちゃんと大事なことをしていないせいで翔太さんがこんだけ苦しんでるんですよ。だからちょっと、めぐみさん悪いでしょ。だと哲郎さんも悪いでしょ。こんだけだからやっぱはい、連れ子と呼ばれる子たちへのメンタルケアができないで自分たちの愛だけで突っ走るのはやっぱちょっとそれはダメだと思いますよ。ちゃんと受け入れきれてない。だからちゃんと翔太くんと会話して受け入れるとかきちんと区切り、いい意味での区切りですよ。ママを忘れなきゃいけないってことは絶対ないし、だからといっておばさんのことを気嫌いしておかないとママに不義理だって思う必要ももちろんないんですけど、ただ翔太さん自身の気持ちが一番大事なんですよ。だから翔太さんの気持ちをこんなメンタルにしておばさんに来ないでって言っちゃったせいで僕がおばさんを傷つけたし成果もさらわれちゃったなんて言わせてる時点で大人たちのがダメ、だと私は思います。はい、まあそうですけど、ただ電話だけがまあ理由じゃないとすると、めぐみさんはどうして、でも電話に出たからなんかいなかったんだみたいなこと言いましたよね。なんかその辺やっぱりまためぐみさん嘘ついてないっていうこのいや通話記録が残ってますじゃないんだよなっていう。だからだから翔太くんが来ないでって言って、自分が嫌われてるっていうことをそりゃ、あんまり知られたくはないし、それはそうでしょうね。で実際そうやって翔太くんが自分のことを責めている。僕がおばさんに来ないでって言っちゃったから聖火を一人ぼっちにしちゃって、それのせいで聖火がいなくなったって言っちゃってるから、だから自分が悪いっていうことにしようってなってるのかもしれないですけど、もうだからでもだから今回の行動騒動自体を引き起こしたっていうか、それぞれの証言になるに至ったやっぱ根源が悪いとか言ってるけど、いやでも実際そうちゃんとめぐみさんと翔太さんが、関係性をきちんと構築できていれば多分こんなことになってないので、やっぱちょっと、保護者としてのあれが足りてない哲郎さんもそうですけどね、と思います、私としてはね。そうですね。でしかもめぐみさんは哲郎さんのヘルパーなので余計になんかダメですよね。職業倫理的にちょっともうダメだし、翔太さんとしてもあれって介護士さんだったのに突然今日からお前たちのママだって言われてもはってなるでしょ。ですよね。で私は思っちゃう。なんかどんでん返しがあるかもしれないのであれですけど。
で、そんなめぐみさんなんですけど、ヘルパーの鍵開けてなかったんですよね。今気づいたんですけど、だからこれ、ちょっと開けてみましょう。はい。そう多分放置してたんだと思うけど。牧野めぐみさんは、せいかちゃんが何歳の時から面倒を見てくださっているのでしょうか？数年前にせいかが4歳だった時からです。子供たちの母親が病気で亡くなった時、これから子供たちの面倒をどう見ればいいというか、途方に暮れていましたが、その時家族の力になってくれたのはめぐみさんです。最近は育児ヘルパーと言いますよね。めぐみさんはうちの子たちの育児ヘルパーなんです。あ、そうか、宮城さんのヘルパーじゃないんだ。一応育児ヘルパーなんだ。だからコアラなのかな。ああ、そういうことか。コアラ界ですもんね。だったら余計にママダメじゃない？職業倫理をすいません、セリフ読みますが、妻の病院生活が始まって以来、毎日のように子供たちの世話をしてくれました。子供たちもすぐ懐いたようです。めぐみさんの存在が大きな力になり、子供たちは母親が突然いなくなっても乗り越えることができました。特に娘はめぐみさんをママと呼んで懐いています。本当にありがたいことですが、こうしてみると私はめぐみさんに頼りすぎたんじゃないかと思います。家族ではないのに。なんか欠けた母親っていうポジションにスッと入ってきた感じ。まあなので、もしかすると恋愛関係じゃないのか、育児ヘルパーというところになったのでちょっと話が変わる。そうですけど、だって婚約指輪つけてますよね。おそらく、で、あと余計になので、せいかさんにママと呼ばせてることがダメですね。ママって呼んでるって、しかも翔太さんはママって呼んでないんですよね。で、だからこうなんだろう、4歳の時だからっていうのはあるかもしれないけど、そこちゃんとステップマザーでもないんだから、やっぱ余計にきちんと、私はママじゃないよっていう教育をしなきゃいけないっていうところをコアラ界では教えてないんですか？何がベストヘルパーなんですか？ちょっと子供余計だから、子供のために派遣されてる人が子供泣かせたり苦しめてるの余計ダメでしょ。ふざけてんの？ちょっと待って、怒りが超えたんですけどさらに悪質になっちゃった。はい、これクリックできる、育児ヘルパーがついたってことは、職業がようやくここで、正式に判明したってことか。つまりだから若干伏せておいて、真女っていうか浮気相手不倫相手、という感じに書いていたけども、なんか隠してたけど実情は違うと。そうですね。めぐみさん家族ではないので、さっきのだから清崎壮さんの青さんのセリフもちょっとだから翔太くんは悪くないよって、だから翔太くんの家族も誰も悪くないって言ってるので、ただつまりめぐみさんは含まれてないんですよ。ね、だからだって明らかにちょっと証拠の作り方がおかしくないですかって思うので。そうですね。どうなんだろうな。他鍵開いたことは、でもこれだ。哲郎とめぐみの関係がわかる陳述。はい、ありましたね。さっきのとこに。さっきのとこですね。はい。だから、育児ヘルパーかな？育児ヘルパーですね。はい。これだ。なので、おそらく、誕生日か。で、これで選べるのか。ほい。いや、翔太さんの悲しみがほんと辛いですよね。補助活動証明。補助人、牧野めぐみ、76年2月6日出生、女性。利用者、宮城哲郎、72年9月生まれ男。上記補助人は2009年7月1日から現在まで上記利用者の育児ヘルパーとして活動していることを証明します。2012年2月4日、コアラ会支援センター長。ようやくこれでコアラ会の正体が分かったな。で、
パスワードが解けますね。確かめぐみさんの誕生日があったでしょ。あ、そうですね。はいはいパスワはード、多分紫のどこかだと思うんですけど。い。その前にちょっとずっと気になってたのが、この事務所って言ってる、セリフなんですけど、エレン幼稚園じゃなくてコアラ会のセリフだと思うんで、はい。こっちに変えておきますね。はい。よし、つながった。はい、つながっちゃった。2004年15時12分に、清崎さんは聞き取りを行ってるんですね。で、その時に確かにめぐみさんに対してコアラ会はうちは電話したよっていうようなことをなんかぶっきらぼうに答えたっていうことなんですけど、なんだろうこのイラストよくわからないけど、普段のめぐみさんなのかな。そうですよ、突っ走ってる。まあ仕事、ヘルパーなので基本的に現場の仕事ではあるのは分かってるんですよ。ただ事務所でだからヒヤリハット書いたり、支援計画だったり支援記録とか、そういう聞き取り計画とか多分作んなきゃいけないはずだから、あんまり、いやただね、生活を支える仕事、介護とか看護、医療とか福祉に関わる方々のご苦労っていうのはだいぶやばいので、そうですね。それは本当にそう。だから待遇改善は絶対しなきゃダメです。はい。結局待遇が悪いと利用者っていうかに虐待という形で出てしまうんですよ。そうですね。施設ぐるみで利用者に対してはこういう扱いをしていい、威圧的に言ったり脅したりしていい、殴っていい、叩いていい、無視していいっていう風になっちゃうんですよ。これはどんな組織でも一緒で、風通しが悪い、もちろん個人情報を扱っていたりすごく大事な情報なので、そりゃ確かに風通しって言ってもどこをどう風通しすればっていう話ではあるんですが、だとしてもやっぱりこういう風になると、そういう風に悪い方向、ちゃんと適正な報酬が得られて適正な待遇がないと道を踏み外すっていうところはあって、結局しわ寄せは社会的立場の弱い人に向かうので、ここは本当に社会構造をも批判しないといけないっていうところですよね。そうですね。はい。で今気づいたんですけど、コアラ会の電話を常に5分とかそういう短時間で切るって、めぐみさんのだからそういうぶっきらぼうな性格のためだみたいなことを最初証言してたじゃないですか。でもそういう話じゃなくて、もしかしてだから哲郎さんとの関係を隠してるからそういう感じになってんのかなっていう風に今思っちゃったんですけど、どうなんでしょうだからもしかすると、せいかちゃんにママって呼ばれてるのを聞かれちゃいけないんじゃないですか、職場に。可能性ありますよね。だってそれまずいじゃないですか、どう考えても。不適切な関係になってるっていうところ、せいかちゃんにとってはそれでいいかもしれないけれども、それを聞いてる翔太くんが傷ついてるので、そうですね。だからこの辺ちょっと育児ヘルパーっていうかのちょっと仕事の考慮が分かんないけどので、どういうルールっていうかどういう風にするべきなのかがちょっと分かんないんですが、ひどいな。なんかそしてこれも開けられるのか。めぐみさんのそうだ誕生日だ。でさっき判明しました。それも2月なんだけど2月6日ですよね。はい。なんかはい最悪だな。どっちだっけ、どっちかのせいかちゃんの誕生日が2月。そうですね。2月4日が誕生日だったかな。で、1人目のせいかちゃんがいなくなったのが2月3日でしょ。違う、4月3日だ。原島さんよかさん。4月か。そっか、違うか。だから、誕生日は違うけど、なんかでもなんか因果なものを感じますね。よりによって1人目のせいかちゃんが3日で、2人目のせいかちゃんがお母さんの方から清崎さんに直電があったのが5日でしょ。でその次の日が原島めぐみの誕生日。はい。
はい。小学4年生の子供にとって沈黙を守るのは大変なことです。それでも翔太くんはこらえていました。その心の重荷を軽くしてあげたくて、近所の住民、通行人、お店の人などできるだけ多くの人に聞いてみたんです。少し離れた花壇の歩兵のそばにある空間、小さな隙間から公園が見えて、しかも翔太くんに見つかりにくい場所があって、そこに隠れて子供たちを見守っていたんですよね、毎回。私読みます？読みましょうか、じゃあ私。どうぞどうぞ。公園に行くと、聖華ちゃんと同じ年頃の子供のお母さんたちにひそひそと噂されているのが聞こえました。で、翔太くんにも聞こえたはずです。聖華ちゃんが私をママと呼ぶから誤解されるのも当然でした。私は翔太くんに嫌がられてもその気持ちがわかりますから、傷つくことは全然なかったんですけどね。数週間前に翔太くんに近寄らないで離れてほしいと言われた日、しばらく周りをうろついて発見した場所です。そこは翔太くんは私と一緒にいるのが嫌だろうけど、私はママじゃないけど、それでもサラさんと約束しましたから、子供たちを守るって。なのに結局あの子に嫌な思いをさせてしまいましたね。ほんの数秒だけずっとつま先立ちするのが大変で、ちょっと目を離しただけだったのに。はい、わかんないけど、多分ヘルパーがここまで子供たちに母性って言い方をしたくないんですけど、保護者としての愛情を持ったら担当変えなきゃダメだと思います。これ犯罪につながるので。そうですね。いやだからまあこれでその事前にもうヘルパーを辞めてて、だから宮城さんの妻になって関係に悩んでるんだったらこれ誠実なセリフだと思うんですけど、なんかねやめてないからね。言うことじゃねえしやめてないからね。サラさんと約束しましたって言ってるけど、したこっちゃないんですよ。だからといって、翔太くんを泣かせていいわけじゃないですね。いやなんかやっぱちょっとそこんところってなるな。ただこれで言うと、めぐみさん犯人ではないってことなのか、本気で見逃しちゃったっていう話ですよね。だから翔太くんに何も言わないでって言ったのは、自分が本当はついてなきゃいけなかったのを翔太くんのせいで突っぱねられたから、そういうことか。だから聖華ちゃんがいなくなったって時に自分が目を離したってことにしておかないと翔太くんのせいになっちゃうっていうところだったのかもしれないですね。かもしれないけど、このゲームなんかね、めぐみさんにだいぶ優しくて、背伸びをするその姿のことを愛情って表現してるんですよ。そうですね。前回の配信で出てきたシーンなんですけど、なんで背伸びをする時ってどういう時ですかって、相手に対して愛情がある時じゃないですかっていうことを言ってたので、このめぐみさんのこのつま先立ちして翔太くんと聖華ちゃんを見守る姿を愛情と表現してるんですけど、ステップマザーならまだよかった。いや、よくはないけど、まあ正しい、分からなくはないよね。翔太くん側としてはどうかはともかくとして、世間的にはいいんですけど、育児ヘルパーが多分ここまで思い入れ抱いちゃ多分ダメなはずなので、
だからその先生が生徒に手を出しちゃいけないっていうのは、まあ、年齢のこともありますけど、グルーミングしやすいからでしょ。そうですね。以で前の配信でも言ったけど。そうですね。だから医者と患者もダメなんですよ。グルーミングができる。洗脳もできるし、丸め込めるから。だからね、ちょっとこの間出てたけど、だから検察と被疑者の不適切な関係って言われてましたけど、あれもだから結局、権力勾配によってできたものなので、だからやっぱこういう支援をする側っていうのは、もう家族同然ですよっていうのが美談に聞こえるかもしれないんですけど、本当はあんまり良くない。ないでしかもまあ家族といってもおばさんってまあ親の兄弟ぐらいの距離感じゃないと多分良くないんですよ。このもっと近い血縁になっちゃうの立ち位置になっちゃうっていう風になると、やっぱだいぶ間違える、っていうところだと思うので、はい。そうかというですね、なんか追うごとにだんだんその悲しくなっていくこのでもこれが開けられるのかな、この謎の約束学校病院なんたら時間、これか。そうですね。時間ということで、時間は、サラさんとの約束ってことの、でも開くならいいかなんでも。どうなんでしょうね。傘ですよね。はい、そうです。息子は学校に行くときも散歩でもとにかく出かけるときは傘を手に持って歩きます。妻が亡くなってからは、妻が病床にいたとき、息子に話していたことがあったんです。ママが先に天国へ行って翔太と聖火を守ってあげると約束していました。息子はやや離れて座って返事をしませんでしたが、その言葉にため息だけついていたのを覚えています。そんなことは現実にはありえない。一緒に暮らしてここで守ってほしいと、そんな言葉を飲み込んでいるように見えました。そうやって妻に先立たれた後、かなり時間が経ってから息子が出かけるために手に傘を持っていることにようやく気づきまして、妻が息子にした約束も具体的に思い出しました。翔ちゃん、本当よ。どうしたら信じてくれるのかな。じゃあこうしようか。これから雨の日にママがお迎えに行けなくなるから、翔ちゃんが傘を持っていくのを忘れちゃった日は雨を降らせないでくださいってお願いするからね。いいでしょ。悲しい。すいません。違うかもしれないんですけど、空から天国から見守ってるからねって言われた時に、子供ってやっぱ、まあ我々もそうですけど、空を思うでしょ。空から見守ってるって思うでしょ。傘さしてたら空と自分の間に目隠しができるでしょ。そうですね。なんか無意識にだから見ないでっていうか見せないっていう、そっか、自分を見せないようにするための傘でもあったのかなのかもしれない。なんか、絶対空から見守ってるって言ってるけど傘さしたら分かんないだろうって思ったのかもしれないですし、傘を忘れた時に母さんが自分のために雨を降らせないでって頼んだら、そのお母さんが天国にいるっていうことを認めざるを得なくなっちゃうみたいなところもあるのかもしれない。ですね。いろいろ複雑な気持ちだと思うんですけど、これ翔太くん幼い時の翔太くんとサラさんのですね。おそらくそうですよね。サラさんですよね。はい。苦しいな。創作とはいえやっぱなんか親子の死別は辛いな。前になんか翔太くんがちょっと不穏なセリフ言ってて、だからめぐみさんと同じで背が高いから似てるじゃないかって言った時に、いや僕本当に似てると思いますって言ったのを覚えてます、前回の配信で言ってたんですけど、でもサラさんってもしかして結構背が高い女性だったのかな。でめぐみさんに似てますよね、見た目も。そうだからそれが余計嫌なんですよ。それが余計多分そうですよね、本人の心のそういうことか。プレイヤー側としてもムカつくんですよ。ムカつくっていうか、だから滑り込んできたみたいな。もちろん最初は仕事で派遣されてきてるだろうから全然関係ないんですけど、ただその
ゲームシステム上というかキャラデザをおそらくこれがサラさんだとするならやっぱりそうですよね。めぐみさんに似てますよね。似てますね。これは悪意があるぞと思って、まあ、わざと、確かにこれはちょっと作者の悪意を感じるかも。まあ、おそらくまあ創作的な演出なので、それ自体を悪質だというつもりはもちろんないです。それはいいんですけど、ただその現実の翔太君のことを考えるとうわーってなるし、聖華ちゃんがママってもう勘違いするのもまあ幼いし、見た目が似ているとなるとやっぱママってなるのはまあわかるなっていう。だから哲郎さん自身はめぐみさんとのライン境界線をしっかり引いてたけど、聖華ちゃんが飛び越えちゃったし、でやっぱその母親と死別した孤独の中っていうか苦しみの中にいる翔太君にとって、めぐみさんの存在がどれだけ恐ろしいかっていう、虐待されてるとかっていう意味ではなく、怖いですよね、そのメンタル的に。そうですね。そっか。だからまあサラさんの背が高いのであればね、似てるって言われて、そっか。だからめぐみさんに似てるって言われて不服だったのかと思ったけど、サラさんとの共通点だと思ってる可能性ももちろんあるのかっていうことでしょうね。だから複雑なんだと思いますよ、多分。でお母さんも背が高いしねって、違うよその人はお母さんじゃないよって思いながらも、背が高いっていうそのサラさんとの共通点を言われてっていう、なんかすごく複雑な思いだったんだろうな。だからやっぱね、我々一般社会として考えなきゃいけないのは、一緒にいるからといってその血縁親子ですかとかご家族ですかとかお母さんに似てるねって言ったり、言うのまずいですよね。言ったらダメです。やっぱそれがどんな関係性でも別にいいんですよ。ただその外側からそうやって名前を付けようとすると、絶対に当事者を無視した呼び方になっちゃうんです。だから姉妹ですかって言われて、やだ私お母さんなのよって言って喜ぶみたいな、その割とこれもでもミソジニスティックな CM っていうか売り文句だと思うんですよ。だから怒る人は怒るからやっぱりやめた方がいいし、そう気持ち悪いというか、そのだから結局女性に若さを求めるっていうルッキズム的なところもあるし、あと関係性をやっぱりそうやって肉親だと感じる、ご家族だと感じる、なんかいろんな形があるっていう多様性を無視して夫婦同姓とかでも、皇族の氏は違ってもいいとか、わけわかんないこと言ってる政治があるらしいんですけど、どっかの国にね。天皇制反対。反対、マジで反対。そうだからちょっとそういうところを考えると、なんかやっぱいろいろ苦しみがある流れ。サラさんとの約束っていう時点でやっぱヘルパーとしての使命というかその職務を飛び越えてるので、もうその時点で辞めるべきでしたねって思います。そうですね、ヘルパーは辞めるべきだったと思います。宮城さんとね、恋仲になったのはしょうがないけど、いやまあなってたならしょうがないんですけど、なってないでしょこれ。いやでも婚約指輪ってそういう意味じゃないんですか？ただよくわかんないけど。だからもしかするだから別にそれもミスリーディングなのかなのかもしれないし、そこはまだわかんないってことか。まあもしかすると下手するとサラさんからもうどうせ私は死んじゃうから素敵な指輪だからもらってみたいな感じで手錠をかけられた可能性ももちろんありますよ。ここでこのしっかりしためぐみさんを5歳ステップマザーにすることによって翔太と聖華を守ってもらおう、哲郎さんのことを支えてもらおうっていうサラさんの呪いの可能性もあるっちゃあるんですけど、まだわかんない。まだ全貌はわかんない。やっぱちょっとめぐみさんにまつわる謎が多すぎますね、まだね。ちょっとまだ多いですね。
はい、すいません。1時間ぐらいもう経ってるので、ちょっと情報整理します。はい新たに判明した事実としては、牧野めぐみさんは、宮城翔太さんから言われて、一時そこから離れていて、で、塀の外からですね、見ていた人物っていうのは牧野さんのことだったと。で、牧野さんは育児ヘルパーであるにもかかわらず、聖華ちゃん、宮城聖華さんの方からママって呼ばれていて、宮城翔太さんからかなり複雑な感じで思われていると。で、しかも、その事実を宮城哲郎さんは、知っていながら、そのまま放置してるというような感じですよね、今のところ。いや、という感じなんですけど、ということでですね、やっぱりその翔太さんに対しての、みんな別に牧野さんも別にいじめたいわけじゃないし、悪意があるわけじゃないんだけど、結果的に児童虐待みたいな感じになってしまってるのが、厳しいなという感じですね。だから、余計に育児ヘルパーなら余計にその児童虐待に準ずるような行いであるって分かんなきゃいけないので、やっぱちょっとプロとして失格じゃないかな。資格感はありますね。だからなんでヘルパーやめなかったのかなというところですよね。はい。ね。ということで、そっか、鍵があと1個足りないのか。そうかな。で、でも、その、聖華ちゃんが死んだ日っていう恐ろしいパスワードがあったじゃないですか。はい。1個ありますね。もしかすると、原島聖華ちゃんのでいいのかなと思って。いや、没尾書かれてます違いますよ。だって、そうだったら、記憶のかけらで判明できるって書かれるはずだから、じゃあ、そっか、まだわかんない。じゃあまだ出てないのか。まだ出てない。そうなるとどうなんだろう。この辺のなんか宮城聖華ちゃん事件と原島聖華ちゃん事件をつなぐ何かがやっぱりまだちょっと足りないのかなと思いますので、ちょっと黄色の札を開ける前にその辺のなんかこの辺のやつなんかずっと放置してるけど、そもそも結構革新的な質問この辺を開けておきますか。そうですね。はい。どこにいますか。これタイムラインどのセリフとつなぐかによっても得られる答え変わったりしないですよね。そんなことないよね。いやー、あるかもしれないけど、今できるだけ鍵を優先してあげてるから、それでなんとかトゥルーエンドに頑張っていこうという、はい。さすがにそれはないだろうと思いたいんです。それはないですって言ってるマスターのジェダイマスターのマスタージンジャーさんありがとうございます。マスタージンジャーさんありがとうございます。ありがとうございます。聖華ちゃんは今どこにいますか？今あの子はご家族と一緒です。夕食を食べさせた後連れて行ってあげました。初めてあの子と会った場所の公園の近くまで行ったら、あの子が家に帰る道を知っていました。呼び鈴を鳴らしてドアの前で親が出てくるのを待って、その短い時間の間にも私は今からでもこの子だけ置いて逃げようかと何百回も悩みました。私はこんな情けない人間です、刑事さん。あの子を誘拐した時から後悔している今、この時までずっと浅はかでした。あの子のお父さん。あの方がドアの前であの子を抱きしめてずっと泣いて、私はひざまずいて謝罪をしましたが、あの方はむしろまるで倒れるように私の前で伏せて、ありがとうございますと。無事に連れてきてくれて本当にありがとうございますと言ったんです。申し訳ございません。この罪の償いをします。私が処罰されるくらいであの子のご家族が感じた苦しみが消えるはずはないでしょうけれども、私は一生反省して過ごします。っていうことはやっぱり原島康生さんが、宮城さん聖華誘拐犯だっていうことですか？それは正しいのかもしれないですね。で、だから自分の、原島聖華ちゃんがいないはず、そうですね。なのでだからその妻に養育費をずっと支払ってるっていう話だったじゃないですか。でもその原島聖華ちゃんがいた痕跡っていうのがなかなか見つかってないので、最悪の事態を我々は考えてるんですよね。あの子はだいぶ前に死んでるんですってベビーベッドの恐ろしい
発言があるんですけど、そうですね、この発言ですそうねこ。れもう本当に勘弁してほしいんですけど、だから原島聖華ちゃんは残念ながらどっかでっていう感じで、でも死んだ日ってこれ書いてあるし分かんないんですよね。でも宮城聖華ちゃんはさっきの、原島のこの発言が正しいとすると、誘拐犯自ら返しに行ったから宮城お父さんのとこに戻っていって、事件は解決したっていうことなのかな。まあだから宮城聖華ちゃんを原島聖華として自分の子にしようと思ったけど思い直したみたいな感じなのかな。いやなんともですね、ちょっと切ないですが、ただやってることは児童誘拐、児童虐待なので、本当に、それはね、それはもちろん倫理的には肯定できません。どんな理由があろうと免罪されることはもちろんないですね。ただ思いとどまったという解釈でもいいのかもしれないですけど、2日間ぐらい誘拐してたのは事実だと思うので、そうですね、哲郎さんとか翔太くんからするともうとんでもねえってなるかもしれないけど、そうだな、チャイルドマレスターとかじゃないから無事に帰ってきたっていうだけの話なので、そうですね、無事だからといって OK とはならないですね。結局いない間にコンカラスです。来ていただいてありがとうございます。LINE のような SNS でゲームが進行していくという、そうですね、バラバラになったこの、清崎さんっていう刑事さんが主人公なんですけど、刑事さんのバラバラの記憶をつなぎ合わせ、おそらく2つの誘拐事件らしきものが起こっていて、その犯人は誰かっていう話ですね。はい。そうですね、聖華ちゃん誘拐事件っていう、そうですね、事件を解決しなきゃいけないんですけれど、今どうやら聖華ちゃんが2人いるというところにたどり着いておりまして、原島聖華ちゃんと宮城聖華ちゃんの2人がいると、だからそうですね、なのでどちらがさらわれたのかっていうところを見なきゃいけないっていう感じですかね。さあどこを開けますか。ここ開けますか。とりあえず鍵使えるけど、どうせ全部開けなきゃいけないのでいいでしょう。開けましょう。なんか全部これ消えてるんですけどなんだこれ不気味だな。文房具店。女神さんのせいじゃありません。翔太くんのせいじゃないのと同じで。そうかな。牧野めぐみさん、言い忘れたことがあります。今日お誕生日ですよね。おめでとうございます。それどころではない状況なのは分かっていますが、それでもお祝いしてあげたくて。翔太くんが聖華ちゃんの飴を買いに行った文房具店に私も行ってきました。いろいろ見ていて目に入ったのがこれです。翔太くんはあの日、飴玉と一緒にこの誕生日カードを買いました。店主の話では、それを選ぶか、どれを選ぶか、しばらく悩んでから決めたそうです。いろんな種類のカードの中から、なぜこのカードを選んだのか気になっていたんですが、今日、めぐみさんに会って疑問が解けました。ありがとうございます。私は翔太くんに嫌われているとばかり思っていました。ママの席を取ろうとしたわけじゃないのに、翔太くんに誤解されてるって。どうしてこんなにバカだったんでしょうか。私は翔太くんが傷ついていることをよく知っていたのに。刑事さん、聖華ちゃんのお母さん、これからどうなるんですか。やっぱりカード、そっか。
そうめぐみさんへのプレゼントとして実盗んでたっていうことか。実はね、うん最初は私、遊戯王カードだと思ってたんですけど、烏丸さんとかと話したり、なんか牧野めぐみさんの挙動を見ている限り、もしかして誕生日カードとかいう可能性あるかっていう話をしたんです、確か。はいはいはい。あれ、終わった後でしたっけ？配信中でしたっけ？多分終わった後じゃないですかね。で、誕生日カードだとするなら、翔太くんがめぐみさんに歩み寄ろうとしている証拠で、なんかいい感じの大団円的な流れになるんだったら、ちょっと私嫌ですっていう話をしたと思うんですけど、なんで予言しちゃうかなで、なんかめぐみさんのタイムラインで色ついてるの赤だと思いませんか？赤。画像全部赤なんですよ。そうですね。着色されてる部分。そう、カードも赤だし、指輪も赤で、あと、あとこの時間着信があったんですって言って画面見せてきた時のあれも赤ですね。赤の受話器だったので、なんか意味があるんだろうなと思うんですけど、嫌だな。で最後のタイムがつながったけれども、あと一つ足りないのかな、何かが。4日ぐらいのセリフがないのかな。事故にあったとかじゃない限りは、基本的になんでしょうね、私のせいでさらわれたんだとか、僕が目を離したせいでって言ってるけど、さらったやつが 100% 悪いので、そこは気にしなくていいと思います。めぐみさんのせいじゃない、それはめぐみさんのせいじゃないんだけど、で、最後のセリフ気になりますね。せいかちゃんのお母さんってこれ、誰？なので、こっちってことしかいないでしょ、だって。そうですよね。ご存命のせいかちゃんのお母さんはその方しかいないので、ここにたどり着くんですけど。で、せいかちゃんはもう大丈夫か、せいかの生存を確信できる証拠。さっきの原島さんのセリフか。そうですね。供述にあるかな。はい。ちゅうことは、こっちか。なんだっけ。ご家族が抱きしめて、お父さんが。ここか。で、ここで、そっか、さっきの震えてた傷のキーワードが出てくるのか。傷か。ということで、ちょっとこれを、はい。ただやっぱ、育児ヘルパーとこんだけ絆築いてるのは、で、しかも、ヘルパーとしての絆じゃなくて、母親代理としての絆を築いてるみたいな書き方されるのであれば、やっぱちょっと問題がある。そうですね、正直だから育児ヘルパーをやめてればね、全然めぐみさんの評価、我々の評価違ったと思うんですけど、やめてないからね、そう続けてるから、それは問題があると思いますね。職業倫理として問題だし、やっぱりその母親の代理としても問題ですよね。はい。で母親の代理しながら金もらってたことになるんですよ。そうですよね。だからしかも宮城さんと関係がないんだったら余計ですよね。で、育児をタダだと言ってるわけじゃないんですよ。専業主婦を軽視するわけじゃなくて、今回のめぐみさんのケースに限っては育児ヘルパーとしての仕事のはずなのに母親として振る舞ってて、で母親として振る舞ってる、母親業をして金をもらってるってなると、ちょっとやっぱ、プロフェッショナルというか福祉をちょっとやっぱ危険にさらす行為だと思うので、やっぱ嫌い。そうですね。そうですね。いろいろな人物の時系列を組み合わせていくと、思ってなかったような感じに結構なっていくのがこのゲーム非常に面白いなとは思います。ただやめたとして翔太さんと聖華さんの気持ちはどうなるんだろうなとは思います。いや、そうですね。確かに牧野さんと宮城哲郎さんが別に関係ないとする男女の関係で、男女の関係って言ったらごめんなさい、よくないな。パートナーでないとすると、そうですよね。その時点でお別れっていうことになってしまうので、はい。別に。ただ、でもお別れはすべきですし、職務上知り得た住所なので、辞めた後にコンタクトを取ってはいけない。そうですね。なので出会い方が悪かったので、サラさんといくら約束したとってダメなんですよ。確かに、すいません、私がちょっとね、福祉に関して、特に児童福祉とか障害者福祉
に関してちょっといろいろ思いがあるので、ちょっとやっぱ納得いかないなって思います。はい。すいません。私がだいぶ過激なことを言ってる自覚はある。いやまあでもやっぱ講師の瞬別が全くないっていうことですからまあそれはそうでしょうね。だってこれでもし事故が起きた時どうするつもりなんだろうって思うので。はい。ということでせいかちゃんは大丈夫なのか、宮城せいかちゃんはまあ大丈夫だと分かりましたけどね。もうせいかちゃんは大丈夫ですか？おばさん家に遊びに行って楽しかったと言っていました。パパに会いたいと言ったら送ってくれたそうで、早くこちらから連絡をせず申し訳ございませんでした。捜索してくださっていると知りながら考えが及ばなくて、あの方が3日目に娘を連れてきてくれた時、私は何も聞きませんでした。おかしな話だと思われるでしょうが、私はただありがとうございますとしか言えませんでした。多分土下座をしろと言われても、やったと思います。娘が無事に帰ってきてくれて、それでいいと思いましたから。あの子は今までもたくさん傷ついたはずなのに、そんな娘をまた傷つけてしまった自分が情けなくて申し訳ない。あの方、自首しましたか？はい。自首しましたね。しましたね。まあ宮城誘拐事件に関しては哲郎さん全く悪くないので、悪くない、それはね当然同情されるべきですけど、まあただめぐみさんが結局いろんな気持ちを持って、接してるって分かった時点で、哲郎さんの方からヘルパーの変更を申請するべきだったとも思うので。そうですね。だから全くその責任がないわけでは当然ない父親ですからね。はい。まあただ誘拐事件については何もないし、まあ、だからといって犯人に同情しているこの気持ちが美談になりそうで怖いんですよ。そうですね。ただすごく後悔した顔で、しかも帰ってきたせいかちゃんが何の傷もなく、栄養状態が著しく悪化し、なんか悪くなってる、まあご飯食べてるはずなので、だからやっぱそうやってっていうところでやっぱなんか多分一回さらってきて見せて、原島製菓として見せて、でそれを原島製菓失踪事件として片付けてくださいっていう自首っていうか、なのかな、どうなんだろう。まあその辺の真相をそろそろ解きたいですけども、鍵がちょっと開けられないので、この辺ですかね。やっぱり確信に迫る質問。なぜ何の届けも出さなかったんですかっていう。これを開けられる鍵が、上の方にもある。時間か？これか。ちょっと開けてみますか。原島康生さんの話を聞かないとやっぱ真相がちょっとわかんないですよね。そうですね。はい。その後、なぜ何の届けも出さなかったんですか？ちょうど108日でした。娘が私たちのそばで息をしていた時間です。その間にたった一度だけでも娘を胸に抱いて体温を交わし頬を寄せ合うことができたなら、いえ、ただ泣き声だけでもちゃんと聞くことができていたなら、少しは受け入れやすかったんでしょうか。ペイカの母親の胸には飲ませる相手のない母乳が流れていました。娘が横たわっていた後にまだぬくもりが残っていて、それがいつになっても冷たくならないのです。なのにできるわけないじゃないですか。思えばやっぱり名前が問題だったんです。私が娘に悪い名前をつけてしまったんです。それがずっと気になっていました。サイのように強靭になってほしくてつけた名前だったのに、結果はサイの角のようにただ一人歩んでいってしまいました。網にかからない自由な風のように、家族に心を縛られることなく、因縁も煩悩もすべて断ち切っていったのです。届けってあれか、被害届じゃなくて死亡届ですね。そうですね。やっぱり原島製菓さんは亡くなっている。しかも生まれて108日で世を去っているっていうことか。
108? 108日ってなんか他にありましたよね。法要とか煩悩の数。なんかあった気が。仏教の煩悩の数が108個なんで、で私カラスマ109なんですけど、足しましょうね。で仏教用語でサイの角のようにただ一人歩めって、だから煩悩を断ち切るとかそういう意味なんですよ。だから原島さんにとってはなんかそういう呪術的な呪いみたいにただの偶然だと思うんですけどね、108日っていうのは、呪いみたいに感じられてしまったっていうことでしょうね。そうです。私のカラスマ109って煩悩の数って言われる108からつけてるんですよ。自分が19っていう数字好きなんで、それもあるんですけど、そうなんだ。はい。ビヨン、そういうね、悪いものをビヨンドしていくって、あと、ニルバーナっていうバンドが好きだったので、それもあるんですけど、はい。つまり、煩悩が108だから、それを超えた先、限界突破するぜっていう生きがいなんですね。そうです。ここ切り取って、編集してくださいね。カラスマ100の、命名の秘話ですよ、これは。貴重な話ですよ。いや、でもなるほどな、そっか。いや、すいませんと、想像でもいい話だったんですけど。いや大事な話。やっぱそうやっていろんな名前をつけるって基本的に適当につけることってないんですよ。名前ってやはり愛情であったり思い入れとか、悪役として書くにしたって、何かしら役割を与えるために名前という命を与えるんですよ。そうですね。って私は思ってて、なのでこの昴生さんが原島父が名付けに対してこれだけ苦しむっていうのは仕方のないこと、名前のせいって思っちゃうのはそうですね。多分どこの国にもねあるんでしょう。縁起が悪いからつけるなみたいな名前ってねあると思うんですけど、常用漢字じゃないから使えないとかだけじゃなくて、だから悪魔っていう名前が拒否されたとかいうのとかと一緒です。やっぱ、そうだな、悪魔はやっぱりつけるべきではないのでって思うけど、そんな感じでやっぱ、でも名付けてでもいろんな思いがあってやるので、やっぱ子供を失ってメンタルがグラグラなってる時にやっぱりこういう風にこぼしてしまうっていうのはねあるな。でも聖火さんってすごくいい名前だと思いますけどね。美しいですよね。美しい名前ですよね。漢字書くのすごく難しいとは思うんですけど。だからこれはゲームだから確かにフィクションなんですけども、やっぱり108日で亡くなってしまったっていうのが呪われてしまったっていう、原島さんのそういうメンタルに影響を与えてしまったんでしょうね。でもやっぱ割と現実でもそうやってこじつけるってね、人間占い師もだいぶ占い師の占いって、いろんなものをこじつけていく作業なんですけれど、その占い師じゃなくてやっぱね、でも人間って連想ゲームしちゃうので、楽しい意味じゃなくてもね、だから悪い方にばっかり想像がいくっていうのもやっぱり連想ゲームしちゃうから、やっぱこういう風に重なる何かがあったりするとやっぱり余計に己が前に進めなくなるっていうのはあるだろうなって思います。そうですね。そしてこれであれを開けられますよね。聖火ちゃんが亡くなった日。108なので足せばいいんですかね、誕生日。誕生日が原島さんが4月3日生まれなので、108日後は7月ですよね。夏に行っちゃったか。っていうか今日じゃないよな、まさか。あれ7月18だったりしません？これちょっと入れてみますよ。あ、違った。19？ 7月19だ。100だ100だ
これは確かにちょっと呪いを感じるあれだな。これはちょっとカラスマ100はこのゲームを実況するべくしてはい、いたんですね。なるほど。いやでもそっか。いやでも私もね、時間とか日付の計算難しいんですよ。その日を含んだりとかしなきゃいけないから、あんまりそういう概念が苦手で。いやでも1ヶ月って基本は30日ぐらいだから3ヶ月後で90日ちょっとでしょ。だからなんでしょう、亡くなったの4月なんで7月の下旬じゃないかなって思ったんですよね。いやまさかいや今日って思ってちょっとビビりましたけど。いやでも多分私が喋りすぎてて日付をおそらく超えるので今日になる。ああなるほど。いやでもやっぱ夏の盛りに行ってしまった子供とかいやいつ行ってしまっても辛いですけど、やっぱぬくもりが消えないってそれは周囲が暑いからそのぬくまってしまった布団のあれを体温だと勘違いし続けてしまったりってあると思うので、そうですね。遠くで鹿のキャラクターが喜んでいるのが見えます。そういうホラーやめてもらっていいですか？ちょっとそうですね。怖い。そうスカーレット・クローワルツには都市伝説解体センターと都市海くんっていうねマスコットキャラクターとの因縁が主にカラスマさんにあるんですけど、めちゃくちゃ面白いんですよ。いや別に因縁はないですね。いや因縁を否定してまいります。はい、ということで自首ですね。はい、自首した理由は何なんですか、原島さん。そこがこの真相だと思いますけど。そうですよね。はい。自首をした理由は何ですか？被害者の親はまだ原島康生さんのことを通報していません。単に梨紗子さんの代わりに処罰を受けようとしたわけではなさそうです。妻が娘の失踪捜査を頼んだと聞きました。義母からそれを聞いたとき、また悪化した梨紗子の状態が心配ながらも、一方では良かったと思いました。離婚した後に彼女は長い時間治療を受けてきたのはご存知ですよね。娘がどこかに出かけているかのように話す日が多くなった頃に、いやむしろ別れを経験してすぐに相談を申し込み、誰かに助けを求めるべきでしたのに、妻が好転して退院したその日は娘の誕生日で、久しぶりに娘の墓参りに行きましたが、墓を撫で続ける妻の目からもう希望の光が見えなかったんです。梨紗子の人生は娘が亡くなったあの日に足止めされ、その場で果てしなく回る時計の針のようでした。この人は結局自分の人生を捨ててしまったのか。一本前に進もうとする意志が感じられない、その取り乱した顔を見ながら、好転するとはどういうことか疑問を持つようになった気がします。だからでしょうね。妻がまた成果を探し始めたと聞いてほっとしたのは、これからはもう一度生きようとするだろう。ずっともがいているうちにいつかたどり着く日が来るだろうと思って、もしかして梨紗子も同じような気持ちで失踪届を出したんじゃないか。娘を死なせるより娘が行方不明になってでも生きられるようにと。娘の出生届がそうだったように失踪届がまた娘を生き返らせると思ったのだろうか。妻も何か浮かぶものを掴んでしがみつこうとしていたんじゃないかと。バカな話ですよね。こんな思いで私も勇気を出したんです。だからバカなお願いを一つだけします。娘の失踪届を未解決事件にしていただけませんか。どうかうちの娘がどこかで永遠に生き続けられるように。この話の謎が大体全部解けてしまいましたね。これが真相かということが梨紗子さんだ。松田梨紗子さん、名前はやっぱ変わってるんですね。そしてそうですね。で松田孝子さん義母ですよねっていう。そうですね。いや梨紗子さんなんかでも一つ言っておきたいです。子供を失うっていうことがどれだけメンタルに来るかっていうこと。だから
精神を病んでしまうっていうことはおかしくないです。で、時代もあるのかもしれないですけど、精神科や心療内科、メンタルクリニックにかかることはスティグマにされてるこの社会が悪いのであって、絶対悪いことじゃないので、頼ってください、専門家を。そうですね。お互いに傷を舐め合おうとするとこうなるんですよ。はこうなるんです。はい。救われないんですよ。専門家に頼っても救われない人もいるぐらい、やっぱりまだ人間だけじゃないな、生き物、命の心理っていうのはすごく難しくて重いものなのに、傷を負ったお互いだけでどうにかしようとかってしちゃうとこうなるんですよ。だから本当に病院行けばっていうクソみたいなミームがあるじゃん。頭の病院行けっていう差別的なミームがね、あれが差別じゃなくて差別的に使われる現状がすごく私は嫌で、ちゃんと心療内科とかにかかっていれば生きやすくなる人たちっていっぱいいるはずなのに、なんでそんなことを、だからやっぱミームがすごいあったからあったおかっていう言葉とかもなんかえらいカジュアルにみんな使うんですけど、嫌で、私はそれがとても嫌で、やっぱその精神を病んでしまった、その精神障害者と呼ばれる区分になってしまうことが、身体障害者や知的障害者と言われる方々よりもなんかこう軽視されるっていうか、蔑視されるっていう現状がすごくあるんですよね。実際障害者のそのオープン雇用でも身体障害者は例えば車椅子に乗ってたらスロープつけりゃいいから対象が分かると。で知的障害者もまあ大体そのルーティンとかがあるから分かると。ただその精神障害者と何をきっかけで爆発するか分かんないから、精神障害者はできるだけ雇いたくないみたいな現状が実際あって、もう何十年以上前ぐらいからずっとあるので、そこがなんかいろいろだからちょっと公的な機関がもっと早く介入できればというか、治療にかかるためのそういうつながり、があれば防げた悲劇っていうか、なんかどうすればいいんだろうなって思う。辛くないですか？辛いですね。まあ作者の方々にはそういったね悪意はないんだと思いますけれども、実際その精神に関しておそらく障害があったからといってこの松田梨紗子さんが犯罪に走ったという因果関係をつけるのは間違ってると思います。間違いです。はい。ね、ただ実際に誘拐したのは梨紗子さんじゃなくて昴生さんなので、まあそうですね。はい。ですけど多分動機はでも梨紗子さんのためっていうことでなのかな。っていう風にするのはやめてほしいですね。そうですね。はい。ちょっと待って。でもセリフ、そうですね、これ、はい。振り返ってるんだけど、1日なんだけど。108日後にっていうとこでしょう。なんかもうちょっと、あとセリフが1個2個足りないのかなって思いますね。はい。とりあえずセリフ、どうなんだろう、青いやつを全部開けたら飛んじゃ解決になっちゃうのかな。ちょっとそれは進めていきながら、でも開けられるものありますよね。これ聖火の母が退院した日がさっきのセリフで分かったのかな。でもいやこっちですかね。こっちじゃない。多分梨紗子さんのセリフにないですかね。ここだ。娘の誕生日でだ。誕生日。4月3日か。辛い。ぶっちゃけますと私の家は松田家に近い状態に陥ったので松田家がこう言ったのも致し方ない。そうだったんですか。4月3日ということで松田梨紗子さんが退院した日が、この日だったということですね。はい。だから電話でつながるのか。はい。聖華ちゃんを梨紗子さんの亡くなった娘さんと勘違いして連れてきたということですか？
あ、私、タカコさん。いいです。お願いします。リサ子はどういうことかと聞かれたとき、誰かが娘を呼ぶのを聞いて、やっと見つけたと言いました。街中の公園を回り回って着いたところで、男の子が、多分その子のお兄ちゃんだったんでしょうね。その子に待ってろって言いながら呼んだ名前がセイカと。他に聞いてることはありませんが、どんな状況だったか十分に想像がつきました。まるで家の近所で遊んでいる子供を迎えに行った母親のように、その子を自然に連れて行きました。その女の子もにこやかな顔でうちの娘におばさんおばさんと言いながら、申し訳ありません。本当なんです。すぐ通報するべきだったのに、刑事さんが来た後で急に怖くなって手の震えが止まらなくて、しばらく経って気づいたら孫娘の父親に電話をかけていました。彼に電話で頼んだんです。リサ子が他人の子を連れてきた。この子の親を探してくれないか。なんとかして私がうちの娘の気を引くから、どうか助けてほしい。たとえうちの娘が今は病んでいても、誘拐犯にするわけにはいかないと。ちょっとやっぱ良くないよ。はい。良くないよ。良くない。わかるけど、やっぱここ乗り越えないとなんか、やっぱまだ、創作界隈が乗り越えられてない壁ですよね、ここら辺が。なんかもうちょっと言い方がある。いくら娘が病んでるからってそんな犯罪者にするわけにいかないっていうこのセリフはダメですよ。原因が梨紗子さんの病気であるっていうのはまあわかる。創作として設定する分にはいいですけど、いっぱいフォロー入れなきゃダメですよ。だから病んでる人がみんなそういうことをやるっていう方でもね、梨紗子さんがそういう状況に陥ってしまった中で、こういう感じでこの流れ帰結してしまったっていうことにしっかり入れつついかないと、差別の再生産というか加担しちゃうので、ちょっとでやっぱ結局その娘が病んでいることは恥だと思ってるでしょ。誘拐犯になったという、だって誘拐犯で恥知らずじゃないでしょ多分。なんかニュアンスがやっぱりそういうことをしてっていう感じなので、いやご高齢の方のセリフだっていうところを踏まえたとしてもやっぱりダメはい。だからここで清崎さんとかがなんかフォローを入れる言葉とかをね、いっぱい周りに散りばめといてくれたらまあいいんですけど、高子さんそれは偏見ですよみたいな感じでこの後清崎さんが喋ってくれればいいんですけど、無理そう、なさそうだな。まったく味知らずですよね。罪深いことだと知りながらも、今日彼がここに来るまではなんとか誰にも知られないように返せたらなかったことにできると思っておりました。他人の子だって我が子と同じように大事な存在なのに。いやそれはそう、軽視されていい命は一つもないので。はい。だからその松田孝子さんがどうしてこういうことをしたかっていうのはこれで大体分かりましたね。だから私が言ったんです、私が指示したんです、だから彼は悪くないっていうのはここだったんですねっていう。そうですね、梨紗子さんを全てかばうためで実行犯は梨紗子さんだったということですね。はい。
で、祖母が誘拐を指示した方法がわかるっていうのが、さっきあれですよね、昴生さんに対して、これか、どこだっけ、律子が他人の子を連れてきた、これか。うん。ですね。なんか、はい。なんか、辛いな。辛い。辛みが深いですね。いやだからこれが公園か。やっぱその精神病が悪いもの恥だと思ってるから、家族っていう檻っていうの中に閉じ込めようとするわけでしょ。だからやっぱその家父長制的なのが良くない、それも良くないし、精神病っていうか精神障害への偏見も良くないので、マジで、本当に本当に、りさこさんはいつからせいかちゃんを探しに行き始めたんですか？病状が急激に悪化したのは確か小学校の就学通知書をもらってからでした。去年の12月頃に市役所から郵便物が送られてきましたが、今まで大半は私が先に開けていたんですよ。うちの娘が見て驚くようなことがあるかもしれませんから。ところが今度は就学通知書ですって。私も心臓が取り回りそうになりました。その時まで知らなかったんです。まだ届け出をしていなかったことを。召集日に堂々と孫娘の名前が載った書類を見ていたら、私も情緒がおかしくなりそうだったのに、うちの娘はどんな気持ちだったか。いえ、何でもありません。失礼しました。罪を犯した者がどんな顔をして口を。申し訳ありません。ですから、その時私が大人げなく声を上げたら、うちの娘が来て書類を読んでしまいました。幸せそうでした。満面に笑みをたたえて、あんな明るい顔、何年ぶりだったかしら。小学校の予備招集日と書かれていた日付は12月末でした。その前に制服を注文しに行こうと娘に催促されまして、入学前に必須の予備接種も済ませないといけないし、文房具も買わないといけないのに、聖火はなんでこんなに戻ってこないのかと言って、それが始まりだったと思います。聖火を探すために町にある公園を巡り始めたのは、市役所が悪い。いやここの市役所、市役所の悪行を語ってもらっていいですか？この栄華市役所の悪行を語っていただきたいんですけど。栄華市役所はですね、予備収集日に来なかった児童に関して、本来であれば、だから警察とかと一緒にですね、だから捜査をしなきゃいけなかったにもかかわらず、世帯別訪問をして確認したということにしようと、して、おそらくそれで文章を送ったのか、いや、これは招集日の通知だから別に悪意あって送ったわけではないのか。でもこの時に訪問していたら、っていうか、その前に、そうですね、事情聴取なりなんなりをしていたら、おそらく、原島聖華さんの話は明らかになっており、この事件は起きなかったと思われますね。はい。はい、招集日に来ないっていうことはネグレクトとか虐待とかの疑いがあるので、はい、
とかその親が困窮しすぎていて子供に構っていられないっていうその福祉が介入すべき問題に陥ってることがあるから、はいはい。そうやって集まりに来なかった子供の家に訪問して確認をしなきゃいけないんですそうなんですよね。っていう話だったんですけど、それを弱らしてなんかそう言ったことにしませんって言い出して、うんうん。はい、こいつ、まあ、ただこいつだけじゃない市役所のその一部の層ですね。公務員すべてが悪いわけじゃないです。そこもちゃんとしておきたい。ちゃんと窓口でとか裏できちんと仕事しておられる方はあるんですが、こいつの場この映画市役所の一部の職員は仕事をせずに、うん、来なかったことを軽視してまあ訪問しちゃったことにしてもらっていいですか、お金は弾みますよって言って、うん、言ったことにしたんです。だからこいつがそうだから本当烏丸さんがおっしゃった通り、こいつらっていうか行政がこういう一部の悪いやつのせいで機能しなくなっちゃったんですよ。まあ大阪でいうと維新というね全部維新ってやつの仕業なんだって己ゴルゴムってなるんですけど、はい、まあ福岡もね副首都とか言い始めたのでちょっと出てってほしいんですけど、まあそんな感じでちゃんと原島製菓さんの生存というか存在を、まあ、もちろん疑うわけないとは思いますよ。もちろん、うん、まさか死亡届を出さないなんてことないだろうってまあ、ダメなのでね思うだろうけどこいつらが弱らしたせいでこうなっちゃったんですよ。弱らせるっていうのは適当というかおざなりにするというかそんな感じの意味だ。すいません弱らって言っちゃっただから本当にそうだからちゃんと仕事をしていればこうならなかったというか、うん、やっぱそうやってねこういう綿密なケア行政の福祉、行政だけじゃないですよね、まあ、だから福祉とか医療を軽視するからこういうことが起こるっていう例なので、はい、もちろんさらったりさこさんに罪はあるけど、まあ、精神鑑定はおそらく行われるでしょうし、犯人隠匿の罪で自首してきた昴生さんたちも多分ダメ引っかかるんですけど、そうですね、だからその罪がなくなるわけじゃないけどこの罪を犯さずに済んだかもしれないっていうところをちょっとやっぱ行政は、重く受け止めて処分をしっかり受けてください。はいはい、はい、というところですね。ということですね。だからいやでも松田さんのセリフこれで全部な気がするんだけど順番がなんか違うんだな。どうなってんだろう。多分最初のセリフはなんだろう予備収集日の話をしてきた時の話ですよね。でその刑事さんどういうことでしょうかっていうのが2番目のセリフじゃないかと思ったんだけど、あ、これで繋がった。っていうことはあと1個セリフが足りないのかな。そうですね、名乗り出ましたは上の方ですよね多分。まだ真相が明らかになってない時なので。そうですね、はい、あと1個ぐらいちょっとどっかにセリフが残ってると思います。可能性が、ありますね。はい。政治で人民に対するケアをそう拡充できればね、結局こういう事件も起きないですし、だから政治が悪いとね、全てのことにコストがかかってくるんですよ。あの人たちなんかコストカットみたいなことをなんかね、言いまくりますけれども、政治的コストを増やしてるのは彼らの方だから。だから本当にカットすべきはあの人たちの政治人生をカットすべきなんですよ。その通り。はい。でこれなんか誰に対するセリフなんだ。反省とは言えません、嘘をついていますねってかなり球団長のなんかあれですけど、誰に対するセリフなんだろうか。誘拐犯、松田さんもしかして。それは反省とは言えません。嘘をついていますね。せいかちゃんが行方不明になった時、どんな服を着ていたのか、周りに誰がいたのか、あなたはどの方向に逃走したのか、これらの質問にあなたは一つも答えられないでしょ。原島昴生さん、
あなたが誘拐犯だという自白。もしかしたら、それが逆に、梨紗子さんから自ら罪を償う機会を奪っているのではないでしょうか。梨紗子さんが健康を取り戻してから訂正しようとしても、もう間に合いません。その時、梨紗子さんが罪悪感を味わっても、昴生さんは耐えられますか？今、お母様が隣の部屋に来ておられます。もうすべて話してくださいました。あなたのために自分の娘を通報したあの方がどんな気持ちか考えてみていただきたいのです。今まで昴生さんが養育費という名目で梨紗子さんのリハビリを支援してきたように、そうやって一歩下がって支えてあげてください。梨紗子さんが治療を受けながら罪を償うとなれば、かなり長い戦いになるでしょう。一緒に戦うべきではありませんか？ケイシさん、ひょっとして私が最初のボタンをかけ違ったからなんでしょうか。聖火の名前のことです。私が娘に良くない名前をつけてしまって、それで。いや、もう名前のことは気にしなくていいよ。もうなんだ、これで聖火の、いや、これもしかして選ぶと多分ダメでしょうね。まだクリアになっちゃう開けてないのかな。ちゃう可能性がある。だから一回×選びますか。はいはい。ちょっとまだわかんない。わかんない。わかんない。でも反省とは言えません。どこに入るんだ？いや、多分一番上ですね。一番上か。一番上のその自首してきた時のセリフの下じゃないかな。あ、そうそう、これ。自首ですかの下？あれでも違うな。ちょっと待てよ。なんか足りないのか。でも何か足りないのかな。原島さんのセリフもこれでだいぶ全部じゃないかっていう気がするけど、でも先に出発を受けようとしたんじゃないですかねみたいな話が先に来るのかな。そうですね。2月5日の22時43分がこれだから、どうなんだろう。ちょっとわからない。わからない。ちょっと待ってよ。名前のことがうんたらって言ってたから、名前、これか。この名前に特別な意味があるんですかを開けてないのかな。これを開ければ原島さんつながるかな、全部。聖火という名前に特別な意味があったのですか？どっち読みます？これは梨紗子さんのおそらくセリフ。娘は妊娠23週目で生まれて 700g にもならなかったんです。手術を終えた妻と違うな。多分これ昴生さんかな。昴生さんか。手術を終えた妻と娘が集中治療室に運ばれる寸前、看護師が大声で私を呼びました。わずか数秒だけでしたが、娘を見せてくれました。赤いチューリップの花びらがまだ散っていない儚い親指姫。限りなく軽い娘が綿毛のように飛んでいくんじゃないかと思い、怖くて到底息をすることもできません。看護師に確認お願いしますと言われましたが、何を確認すればいいかわからなくて、涙で視界がぼやけてばかりで、手のひらほどの娘の姿を目に焼き付けられませんでした。そんな慌ただしい対面の後、私が真っ先に何をしたと思いますか？出生届です。そのまま息が切れるのも知らずに病院から市役所まで走りました。聖火、祭の聖という字を使いました。変わってますよね。あの時は祭のような強さを込めた名前だと思っていて、名前の一文字一文字に全身の体重を乗せてギュッと押すように書きました。娘の名前が書かれたあの書類に願いを込めて、それが娘をこの世につなぐ固い根っこになりますように。大きな怒りとなってあの子の魂を停泊させてくれればと。まあ分かってるけど正直。でもこれ原島昴生さんですね、おそらく。ちょっともう
悲しすぎませんか？悲しい。いやリエさんとか資産だと出生届出せないんですよね。だから人権本当の意味で人権がないっていう戸籍がないまんまなんですよ。だから自分の戸籍にその資産した子のことを書けないんですよね。確か書けますっけ？書けないですよね。書けないのかな。だから出生届を出しておかないとかからさらないですよね、おそらく。で、だから多分娘の息があるうちに出してるから受理されたっていうか、まあ市役所の人間がそれを把握はしてないと思うので、だから成果なんですね。軽い綿毛の存在、綿毛みたいに見えたからサイっていう重くてしっかり地面に足をつけて踏みしめて歩く聖火っていう名前をつけたんですね。なんかでその名前を呪いだと思うのはやめて、そんなこと思わなくていいと思うけどな。昴生さんの愛じゃないですか。思うけどな。どれか誰か話者が合ってないセリフがどこかにあるかもしれない。ちょっと待ってくださいね。はい。これってもしかしてそれが貴子さんの可能性ありますかね？貴子さんのセリフなのか、もしかして。私ずっと昴生さんのセリフだと思って。だと私も思ってたんですけど、つながった。そういうことか。松田貴子さんがその孫娘聖華さんのことを言ったセリフだったんだ。ずっと昴生さんのセリフだと思ってたから、なんでだろう、つながらないんだろうっていうふうに思ってたけど、そうね。親御さんが親がそう言わずに祖母が言ったのはそこは数少ない救いですね。そうですね。セリフとベビーベッドの空虚なベビーベッドを親御さんの口から聞くのはちょっとやっぱり悲しいしんどいので、貴子さんが言ってくださったっていうのはでもそうですね。確かにこういう問題はその民間の方がね、繊細で柔軟な対応ができるし、だから両方必要なんですよ。資格紙面してちゃんとするその市役所と、市役所とかその役人側の人たちと、ちゃんと民間のね、柔軟に対応できる。これがなんかね、東京都っていうところがあるんですけど、東京都が真面目に女性支援をしないもんだから全部コラボっていう人に押し付けようとして、でなんか知らんけど誹謗中傷されてコラボも追い出すと、なんかわけのわからない腐敗した何かが残るっていうですね、謎の現象が起きるんですけど、でしかも、そこに滑り込んできた支援機関を名乗る輩が児童グルーミング&性暴力を振るうっていうクソみたいな結果を招いたのではい何が都民のグランマだよ、ふざけんなよこいつはい、いやなのでコラボさんだけじゃダメなんです。でもちろん行政側だけでもダメなんです。行政にしかできないこと、民間団体にしかできないこと、それぞれあるんですよ。どっちが言い悪いとかじゃないんです。ルールを守ってきちんと線引きして行わないと法の遵守とか公正とかがあるから行政はでもできる限りのことをもちろんやるんです、ルールというのはあなたたちに迷惑をかけるためのものじゃなくてお互いを守るためにあるんですよ。そうですね。公務員のルールって閣議決定して何でも OK とかにしちゃうとか、なんかどっかに、ね、学歴詐称っていうか、経歴詐称、そうとか、したりとか、なんかあとね、秘書のせいで間違ったと嘘をつかされましたみたいなことを言ってもね、あの人たち許されちゃうんですけど、あれはまた別として、だからこそルールを守るからこそ強い権限を持って、支援ができるんですね、行政は。逆に市民団体にはその行政法のもちろん遵守する法とかいっぱいありますけど、条例とかもね、ただそのルールをそこまでしっかり公務員みたいまで縛られてないから、どこまで支援するかっていうのを団体の中で決められるんですよ。だからお互いが協力し合って連携して、
取り組もうねっていうのが大事なんですよ。ただ東京都はコラボさんに全部押し付けて何もしなかったので、何も、だからコラボさんがいた時代にもあいつら何もしてないんですよ、都としては。そうですね。金しか出してないっていうところで大問題。はい。はい。本当にそれを、感じさせられますね、今ね、すごくね。はい。さて、幼稚園の先生が話したこと。エデン幼稚園。どうなんでしょう。エデン幼稚園。はい。とりあえず読んでもらっていいですか？そっか、すいません。幼稚園の先生が話したことをどう思いますか？本当に感謝しないといけませんね。あんなにせいかちゃんに気を配ってくださるとは。これ哲郎のセリフじゃないかもしれないけど、ちょっと読みますね。せいかちゃんはママに同情しているみたいです。ママがこの世で一番かわいそうだよって。お父さんがいないとき、私と二人きりになったらこう言うんですけど、その意味が少しわかる気がします。せいかちゃんはママがこの世で一番かわいそうな人で、そうじゃないといけないと思っています。なのにせいかちゃんが泣いたら、周りの人たちがかわいそうだねって慰めてくれるから、そしたら自分の方がかわいそうな人になってしまう。この世で一番かわいそうな人はママじゃないといけないのに、そう思っているようです。まだあんなに幼い子が。早く大人になった子供は感情もコントロールするようになってしまいます。それが悲しいです。めぐみさんのセリフですね、多分。めぐみさんですね。まだわかんない。多分。で、はい。さっきの画像、サラさんとだったらいいけど、あれめぐみさんなのかな。やっぱ距離が近すぎますよ。やっぱちょっと。この何がベストヘルパーだよ。ダメじゃん。いや、これはめぐみさんじゃなくてサラさんなら全然問題ないんですけど。いや、多分めぐみさんでしょ、これ。もう最悪、ほんとスカン。で、あと、やっぱ私が一番最初、多分せいかちゃんが感情を出さない子って言ってたけど、被虐待児童の典型例って言ったと思うんですけど、やっぱこういう辛い目に遭ってたりとかするケア児、兄弟児もそうですけど、親がそういう風にケアの立場にある分の子供っていうのもそういう風になりがちなんですよね。ヤングケアラーとかもそうなんですけど、だからせいかちゃんがそういう顔をする理由はやっぱりで、ママがそんなのでね、甘えた餌かりなのに甘えられなくてかわいそうねって言われたら困るんですね、せいかちゃんとしては。違うよ、ママが一番かわいそうな人だよって言って、そうすることで幼いせいかちゃんは己を保ってたんでしょうけど、そこに深入りしすぎですね、めぐみさん。やっぱちょっとあなたに悪意があったなかった関係なく、やっぱり私はあなたを批判しなければいけない、です。はい。目元のほくろがあるからめぐみさんだ、さすが。どこのセリフかな。つながった。ダメだよ。はい。ダメだよ。本当にダメだよ。マジで。児童に触れるってやっぱ児童の許可がいる。勝手に触ってキスしていいわけじゃないんですよ。あれおでこにキスするつもりですか？おでこにキスって、深く愛する慈愛の意味が確かあるんですけど、だから母親とか親からもらうキスっていうのはおでこなんですね、意味的に、あるんですけど、やっぱ育児ヘルパーがそれしていいのって思うんですけどちょっとめぐみさんへの怒りがめぐみさんいやでもダメでしょダメでしょ。でもダメですよね、基本的に人やってることがちょっとダメすぎる、本当に。ヘルパーという、だからヘルパーなんだろう、福祉っていうか、その尽くすことについて、奉仕することについてのその、適性はあるんでしょうけど、だからといってやっぱりダメだよな向いてないっていうか、こんだけ深入りしちゃうんだったらダメですよ。一緒に落ちたりとかルール守れなかったり絶対するから。で結局翔太くんがこんな風になってるわけじゃないですか。ダメです、絶対に許しません。はい
ただね、あともう空いてないセリフが2つだけなんですよ。で、2つ開けるんですけど、松田孝子さんとかの、まあでも鍵もこれ以上増やせない感じはあるけども、順番ね、繋がらないんですよね、セリフが全部。全部繋がるわけじゃないってことなのかな。いやちょっと今でもそれで悩んでたんですけど。でも多分ね、やっぱこのセリフ全部つなげるの多分大事だと思うんですよ。もしかすると話者が違うのが他にもある可能性はあるかな。ある。うん、と確りあえずでも定してないセリフに関しては、まあとりあえず開けますか、これ。でも全部開けるとそうね強制クリアになっちゃう可能性はゼロじゃないので、多分この右矢印行くと次に行けるんだと思うんですけど、まあとりあえずちょっと1個開けましょう。いいですか？そうですね。はいはい。あとマスタージンジャーが全部ちゃんとつながるということなので、であーだから強制クリアはなさそうなので、あ、そっか。多分じゃあ、とりあえず全部。だって多分全部開けないと並び替えができないでしょ。だからやっぱ、多できないです分、よね。よかった全開け強制クリアがないようで、よし。よし。せやかちゃんのお母さんとはいつ別れたんでしょうか？あ、これはあれかな？後世かな？昴生さんのセリフですね。別れたのはもう5、6年前ですね。ひどいですよね。希望を失った妻を捨てる夫なんて。でもその時は、それがむしろお互いのための道だと考えていました。日常こんな風に耐えながら生きることはできないと思い違いをしました。自分自身に言い訳をしていたんです。お互いを見つめるとき、いつもうつろな瞳に向き合わなければならないのが辛かった。二度と満たされることがないのが分かりきっていたから。時には一緒に泣き、時にはお互いを慰めながら生きていければよかったのかもしれませんが、お互いを見守り、何もないところに手を伸ばしてもがき続けるのを見ながら暮らすのは不可能だと感じて、自分の傷よりも自分が傷ついたことを知っている人がそばにいる方が辛いんだと、そう気づいた時に私たちはそれぞれの人生を生きることにしたんです。それが私たちの結論でした。お互いの傷と向き合わずに目をそらし、私たちの間に置かれたギロチンの刃を落とそうと。なんか、いや、婚姻関係を続けるか続けないかはもちろん、当人たちの思いっていうか、あれなので、はい全然、それ自体を責めることは一切できないしませんけど、ただやっぱり、梨紗子さんのことだけじゃなくて、その、原島星華さんに関わることだから、やっぱり親の責任だから、そこからは離婚したとしても逃げちゃいけないというか、一緒に乗り越えないとそうですいけない。ね。やっぱりちょっとそこから逃げてしまった感がちょっとあるのが、っていうところかな。だから離婚していいけど月一一緒にセラピーに行くとか、そういうことを2人でやらないといけないと思うんですよ。だからそれをもっとだから一般的に、日本社会全然そういうのないので、もうちょっとしっかりセラピーとかカウンセリングとかをもっと充実させないとね。だから医療と福祉の金削ってる場合じゃないんですよ。分割してる場合じゃないんですよ。本当ですよ。熊本から長距離ミサイルどっかやってください。マジで本当に消してくださいって感じなんですけど、だから本当にそうやって治療を受けるっていうことを恥だったりスティグマだったり、なんかこうひそひそ言われるゆえんにしちゃってる社会がまずやっぱおかしいっていうところではある。ですね。だからあと婚姻関係を続ける続けないとかは別にどうでもいいんですけど、やっぱ原島星華さんへの弔いとしてはやっぱりそうやって別れたことで梨紗子さん一人に背負わせてるようになっちゃうので、やっぱそこは間違いというか、ミステイクなのかなっては思いますけど。そうですね。そうですね。セラピーとかはやっぱ特別視しすぎなんですよね。この日本社会特にそうなんですけど、
まあ、それこそね、別に産業とかそういう仕事が悪いとか言うわけじゃないですけど、まあ日本ってそのクリエイター大国だとか言われるし、まあその水商売とかも非常に盛んな国だっていうふうに言われるじゃないですか。それに従事してることが悪いわけじゃないですよ。だからそこは言い方気をつけなきゃいけないんですけど、なんでかっていうと、セラピーに通うハードルが高いからだって言われてるんですよ。だから、別のそういうことね、ゲームなどとか、それこそね、現実以外のことに逃げるから道がいろいろあるから、そっちに行ってしまって、現実の問題と向き合うためにセラピーにわざわざ通おうっていう人が少ない。で、しかも精神を病んだ人に対する、スティグマがひどいっていうですね。やっぱりその人たちの人生のためにならないから、それは間違ってますよね。娯楽ってそういうことのためにあるんじゃないので、はい。って思いますけどね。私は。やっぱ、私はやっぱり自分もね、ホラーとかに結構逃げてたので、人間として自分で思うんですけど、はい。いや私もだからすごくしんどい時にウルトラマンレオを久々にテーマソング聴いて、かっこいいって言って救われちゃったので、やっぱでやっぱそうですね、もっと辛い時にはグリーンランドの仮面ライダーのショーがあるんですけど、そこでもやっぱライダーたちがヒーローとして、で子供たちが歓声を上げてる姿を見て、正義ってやっぱり許されてるっていうかあるべきなんだよねって思って、ヒーローの姿に励まされて生きてるっていう側面が私もあるので、ただ、それが一切悪いわけじゃないんですけど、実際私はちゃんと奇跡的にね、割と幼い頃から、カウンセリングがある病院に行けてたので、カウンセラーの先生いまだに月一の通院で、もう顔なじみの顔なじみの主治医と顔なじみのカウンセラーの方とやっぱ毎月お話をさせていただいて、こう整理したり、問題を整理したり、こうどうするか、自分の気持ちの扱いどうするかっていうことを考えさせられるんですけど、だから私は奇跡的に関われたんですよ。どれだけの人が病院にかかれなかったんだろうって思うとやっぱゾッとしますよ。ですね。もっと救われるべき人がたくさんいる。あなたは救われないで、この人の方が救われるべきとかじゃなくて、もっと救われた人がいっぱいいるはずなんです。精神の病についても偏見がなければ。そうですね。って思うんですけどね。で今気づいたけど、今昴生さんのセリフクリックしたら、そっか、まだ吹き出しが少し増えたので、まだ開けてない、オープンしてないのがあるかもしれない。でも出てきたか。だからもうちょっと探索できると思います。でこれが宮城翔太くんの最後のセリフなのかな。なんか辛そうだけど、はい、ちょっと開けてみましょう。今は嘘が必要な時じゃないと言われたらどう？翔太くんの嘘がむしろおばさんと聖子ちゃんを苦しめる悪い嘘だったら？なんでそんなこと言わないといけない？ちょっとそれは辛いですね。なんで僕が何も言わないのが悪い嘘なの？僕が本当のことを言ったらおばさんがまるで悪い人みたいじゃないか。おばさんはいい人だよ。本当は僕のせいなのに全部僕のせいだよ。いや、おばさんは悪いと思うよ。おばさんが悪いです。はい。あなたが正直ちょっと、翔太君めぐみさんがダメですよ。自分を責めるべきじゃない。ないです。はい。でやっぱ家族というか大事な人として受け入れそうになってるんですけど、やっぱその単純接触効果もあるので、あと聖子ちゃんが懐いちゃってるっていうのもあるので、やっぱね、なんか5歳業じゃないですけど、もちろん違いますよ。やってることは違うけど、結論的にそういう風に見えてしまうし、だって職業としてヘルパーとして接してるんじゃなくて、完全に母親として接してるじゃないですか。あれがダメなんですよ。職業倫理を守ろうね。はい。ね。そして
これがなんかいっぱい出てくるけど、ねまだ開けられるところがある。さすがに清崎さん、翔太くんが悪い嘘ついてるなんて言わないでほしかったな。そうですね。これはちょっと主人公に問題がある。はい、だって悪い嘘をそそのかしたのはめぐみさんなんで。めぐみさんでしょっていう話なんで。悪くないよ。小学5年生が何が悪いんだよ。はい、そこなので、まあ、カードを万引きしたことだけは悪いですよ。でもそこだけですから。そこだけですからね。わかりました。では、聖華ちゃんと出会って連れて行った経緯について説明をお願いします。教育大学を卒業してからずっと中学校で英語の教師として働いていましたが、妻と離婚してからはいろいろ事情がありまして、学校を辞め、塾の講師や家庭教師の仕事をやっていました。ですが、この仕事は安定していなかったので、お金が足りなかったんです。すみません。初めからあの公園に一人でいる子を見つけたら誘拐するつもりでいました。30分以上は近くで見ていて、しばらく女の子一人で遊んでいたので、あの子を騙して、いざ連れてきたら急に怖くなりました。これからどうやってあの子の両親に要求をすればいいのかもわからなくて、それで怖くなってやめました。それだけです。これ上の方のセリフっぽいですね。ああ、そっか。なるほど。これが嘘か。ですよね。原島さんが、嘘の自白をした時、それは反省とは言えません、嘘をついてましたねって突然清崎さんが言い出したように見えたけど、そうではなく、こういうだから自分でそういう誘拐計画をやって金目当てで誘拐したよって嘘をついたから言われたってことか。なるほど。でも多分原島さんが実際に多分いろいろあってっていうのは事実だと思うんですよね。そうですね。離婚して、だからやっぱ、昴生さん自身もしっかりやっぱりその夫婦じゃないですけど、その生活を失ったことで苦しんじゃったので、やっぱり2人で受けるべきだと思うんですよ。いや絶対そうだと思いますよ。昴生さんもだいぶ危ういから、これ聞いてる限り、やっぱだからその後の人生を共に歩まないとしても2人でセラピーを受け続けるべきだったと思います。はい、そうですね。受け続けるというか、受けられる環境とか社会であるべきだったと思います。はい、じゃないなら義母にさらってしまえって言われても、よっしゃやってやろうなんて絶対思わない。普通だったら、何を言ってるんですか、そんなことするわけないでしょってなるんですよ。でもならなかった。本当にだから犯罪に手を染めてしまったわけですよ。絶対に何か救われる道があったと思うんです。だから、悲しいな。だから最後に残ったセリフはこれか。これでも昴生さんじゃないよな、多分。聖華ちゃんのお父さんと最後に会ったのはいつですか？たまに通話はしますか？聖華の父親ですか？あの人は孫娘がいなくなったのと何も関係ありません。それに、とっくに縁を切った人です。孫娘がああなってから出て行ってしまい。ちょっと待ってください。そうではなく、聖華は幼い頃に病弱だったんです。なのにそんな聖華を置いてうちの娘と離婚してしまうなんて許せません。だからといって自分の娘をこっそり連れて行くような人ではありませんから。余計な疑いを持たないでください。何でもないんです。何でもないわけないだろう。何でもないわけないだ。そしてこれが貴子さんの最後のセリフか。そうですね。貴子さんだけなんか繋がらなかったので、これか。ということで、はい、これで全てのセリフがつながったかな？つながりました。多分鍵は余ってるけど、単に余っただけ。何かをつっついたら出てくるとかないですよね。多分ないでしょ。
全部クリックしているし怖いですけどね。なんかこのゲーム何が隠されてるかわかんない。右をクリックしたら何が起きるかわからないので、はい。多分そのさっきの選択肢が出たからだと思うんですよ。その理由が分かりましたかみたいな、未解決事件の理由が分かりましたかなので、だからそれを一回そのウィンドウを閉じてるから多分上に行けるようにしてるんでしょうけど。そうですね。でもなんか鍵が2つ余るのおかしいですよね。なんで鍵があるんでしょうね。何かしらの理由があるのかな。なんかありそうだなと思って。もしかしてこの後最後にだからりさこさんの、記憶を開けるとか、そういう作業が必要だって。りさこさんだけ多分分かってないですよね。分かる状態じゃないんだけど、それはそうだけど、何か持ってる。この事件の核にあるのは聖華ちゃん、2人の聖華ちゃんとりさこさんなのですよね。聖華ちゃんを愛してでりさこさんのことを思っての人々、であとその人々に思いを馳せる人々のやってることってことだから。そうですね。でも翔太くんの泣き顔2回も見たけど、本当に泣かなくていいよ。なんで泣かせてるの大人たち。ねえ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 、ダメだよ。はい、ということで、まだちょっとエンディングまでちょっともう今作業しているのであれなんですがもうちょっとでエンディングいけると思うんですけど、とりあえず事件の真相ですね。今のところ分かったところですが、ですね、誘拐された聖華ちゃんは、宮城聖華さんのことでした。宮城聖華さんは宮城哲郎さんと宮城、沙羅さんでしたっけ、亡くなったお母さんの娘、で、翔太くんはなんか児童虐待みたいな感じになってしまってるけど、息子さんでした。そして松田じゃないですね、牧野めぐみさんが犯人じゃないかと思われてたけど、彼女は翔太さんをなんか苦しめていただけですけど、苦しめていたことで罪が深いのですけど、犯人ではありませんでした。はい。そして真犯人は残念ながら松田梨紗子さんで、松田梨紗子さんは自分の娘、原島聖華さんだと思って誘拐を実行したと。で、原島康生さんは真実、原島聖華さんがもう亡くなっていて、梨紗子さんは生きてると思い込んでるっていう話を貴子さんと一緒にしたということですね。はい。なので梨紗子さんが捕まっていろいろ治療を受けてしまうと、聖華ちゃんが亡くなってしまったことを受け入れざるを得なくなるので、だから自分が捕まっておけば未解決事件のままにしておいてくださいっていうのは、しておけば、原島聖華が永遠に生き続けるっていう。でもこれはだから正直さっき清崎さんのセリフにありましたけれども、やっぱり現実を受け入れてる人の対応じゃないですよね。そうじゃなくて昴生さんと梨紗子さん、昴生さんがまずその治療を受けて梨紗子さんのと関係をどうやってするかってもう一回考え直さなきゃいけないですよね。やっぱ割とだから子供を失った時って結局母親っていうジェンダーロールが、批判があって、だからもういい加減乗り越えろよっていう夫と、それができるわけないでしょっていう妻に呆れてもう付き合ってられないって言って夫が出ていくみたいな創作がいっぱいある、ドラマでも割とそういうシーンがあったりしちゃう。けど、そうやって子供を失った時に心を病んでしまうジェンダーが女性ばっかりっていうのも個人的には嫌いで、だから父親はじゃあなんで母親と違ってなんで父親はそうやってスパッと諦められるんだっていう疑問というか気色悪さを我は感じてきたので、しかもなんで母親にばっかり押し付けるんですかみたいな気持ちがいっぱいあるので、でもただこのゲームは母親の梨紗子さんの愛っていうものをいっぱい書いてはいるが、昴生さんのその苦しみっていうかその精神を昴生さん自身も
メンタルケアが必要な状態であるっていうふうにちゃんと描いてるから、まあだからそういう、その辺ではやっぱそうですね、フィクションとしては誠実だと思うんですけど、ただまあやっぱり精神障害者へのね偏見を助長しかねないちょっと内容なので、ですね、そこはもうちょっとフォローが欲しかったかなとは思いますね。はい。まあなので、精神障害ではない人が例えば梨紗子さんと昴生さんを救おうとして生活をさらってしまったっていうのであればあれなんですけど、その精神障害者に該当するであろう心が苦しい人たちが実行犯であるっていうのがやばい、と思うですね。はい。辛いな。はい、ということで、未解決事件を終わらせなければしかしいけませんということで、おそらくこれでエンディングいけるかな。行ってみましょうか。はい。いや、そうですね。なんか全体的に原島康生さんのケア、どちらかというと松田梨紗子さんよりも原島康生さんのケアのためになんか起こされた犯罪みたいな感じなので、確かにこの人罪深いとは思うんですよ。かわいそうな人だけど、だけどもそこがやっぱりなんていうか社会的なフォローがもっと必要だったよねっていう話ですよね。だから、やっぱ母親は、そりゃ自分の子供を失ってお母さん辛いよねって、やっぱその飲んでくれなくて流れる母乳ってやっぱその死産したり流産してしまった方々にとって、あるあるの辛さなんですよ。胸が張るんです、授乳しなきゃいけないから。でもそれを絞って捨てなきゃいけないっていう苦しみが痛いんですよね、絞るのって。でもそれを飲んでくれる子がいないっていう苦しみを、だからでもやっぱ母親ジェンダー女性ジェンダーにばっかりそこを押し付けて、原島康生さんがその子供を赤ん坊の自分に失ってしまったっていう苦しみをケアするのを梨紗子さんだけで、康生さんがそれを受けなかった、受けられなかった、受けるという選択肢がなかったっていうところがやっぱ、これは社会構造の問題だと思うんですよ。だって他の男性ジェンダーが父親とされる人々がそういうふうにみんな治療に行ってるかっつったら絶対行ってないので。そうですね。いや、絶対は言い過ぎか。言ってる人もいると思いますけど。大体言ってないと思います。はい。やっぱだからその女性ジェンダー母親という立場に押し付けすぎ、一緒に苦しんでほしいし、でもその最小限この苦しみを最小限にするために医療や福祉があるのであって、友人とか親族とか友人たちにフォローさせちゃダメですよ。一緒に苦しむだけなので、やっぱそのために、国家資格取ったプロが病院にいるから、その病院に行くことを人精神病院行ってるらしいよこそこそってしちゃう社会なのがやっぱまずおかしいので、やっぱ構造をね改めて変えていかないとね。今ちょうどディサビリティプライドマンスなので、そういう気持ちにもなりました。はい、すいません、長々と申し訳ない。いえ。はい、では行きましょう。はい、わかりました。わかりました。はい、ということで分かってしまいました。はい。ですね。お願いします。鍵2つ関係ありますよ。審判者が再び現れた。おばあちゃん、お疲れ様でした。ついに事件の一部始終を思い出したんですね。聖火の行方不明が未解決事件として残っていた理由、もうわかりますよね。ありがとうございます。聖火ちゃんが無事に帰ってきたことを教えてくださって。私が通りかかったせいで死なせてしまうようなことはなかったんだと分かりました。本当にありがとう。この事件、初めて接した時にすごく驚いた覚えがあります。誰もがそれぞれの理由で嘘をついていました。大切な人を守るために、あるいは大切な人との約束を守るために嘘を。審判者さんもそうですか？誰かのために抱えている秘密がありますか？はい、あります。
あなたのための秘密が。うん。あ、ロックが。鍵。あ、そうか、鍵1個持ってなかったら開けられないのか、これ。危ねえ。危ねえ。はい。はい、外します。上からだそうです。おばあさん。あ、おすすめは上からって言ったら、あ、ごめんなさい。下から選んじゃった。どっちも見れるでしょう。どっちも見れるでしょう。どっちも見れるのかな。あなたのためと思って秘密にしていたことです。12年。あの事件があって、失踪家を辞めてから、もう12年が経ちました。ですよね。清崎青。このちらが実はこれ私予言しておりましてはい。で、烏丸さんと多分先週配信終わった後にちょっと考察してた時に、塩崎さんじゃないんじゃないか説をその話しかけてる人が塩崎さんじゃないか説をずっと清崎さんかを唱えてましたが、まさかここでこう来るとはね。面白いな。なるほど。退職した後の5年ほどはかなり忙しくて、親しい弁護士の紹介で弁護士事務所の事務所長として勤めることになれるのに精一杯でした。けれど、ここに来るのが遅れた理由にはならないでしょうね。それより私は、終わったと信じていたのです。あれでみんなのためになると思って。待ってください。それはどういう。私は、あの事件をあまりにも長い間忘れていました。梨紗子さんが私の嘘のせいでかかしのようにずっと立ち尽くしていたことも、12年前のように長い長い一日を過ごしていることも知らずに。遅すぎましたね。ごめんなさい。何をおっしゃっているのかわかりません。この年寄りをからかってるんですか？原島康生さんは今日、清崎荘は私です。関係者機関の前で行われるデモに参加するので、こちらに来れませんでした。警察を退職したのも私で。梨紗子さん、あなたはとっくに刑期を終えていて、恥ずべき人生に絶望して死のうとしたの。松田梨紗子さん。で、これも実は予言してました。すみません。はい。マジそうでか。すね。予想が当たりましたね。こっちが清崎青さんで、まあ相手が老いた松田梨紗子さんだったということか。苦しいな。松田梨紗子さん。梨紗子さんは私が来るたびに別の人物になっていました。時には聖華ちゃんになってママを探そうとしたり、今日のように警察官になって聖華ちゃんの失踪を解決できなかったことを悔やんだりしていました。松田梨紗子さん？私が？私たちは今日のような会話をもう何ヶ月も続けています。あなたが言った通り、思い出した記憶に事実との違いはありません。違っていたのは、関係者から陳述を聞いたのは梨紗子さんではなく私だったという点だけ。今日見つけた記憶には梨紗子さんが経験したこと、私が梨紗子さんに聞かせた話が混ざっています。あなたは記憶のかけらを見つけて会話の話者と順序を特定しましたが、聞き手が誰だったのかは判断していませんでしたよね。パズルの最後のピースを合わせる時が来ました。完成したパズルが鍵となり、鏡となり、それを手にしているのが誰なのかを示すでしょう。梨紗子さん、私たちもうここから出ましょう。ここを出て医師に会ってちゃんと治療が受けられるところに一緒に行きませんか？私がお手伝いします。梨紗子さん。出版社さんが本当に私清崎青警部
だったら、なぜですか？なぜここまでするんですか？もう警察でもないのに。前に私が聖華さんに聞いたのと同じ疑問ですね。聖華さんが聞かせてくれた答えをもう一度言いますよ。聖華ちゃん行方不明事件は未解決のままですし、未解決事件は終わらせないといけないから。彼女を救う。変態。終わったいやはい。で、しかもデモに行ってて来れないっていうの素敵。素敵ですね。理由が、やっぱすごい。ありがとうございます、ローカライズ。そしてこのゲームを制作してくださって皆様本当にありがとうございます。もちろんちょっと、我々のところから見て、って思うところとか、批判すべきところはありましたが、現代の創作が大体全部そうなので、はい。はい。あ、で、引用文が書いてある。すごい。ジュリアン・バーンズ、キム・ヨンス。ほう。愛する我が家族、そうノランダンジョンの相棒たち。and you。いやで、この梨紗子さんのこの泣き笑顔、だいぶ胸にくるんですよね。ねえ。各自図星が答えたと誰もが言う弱肉強食が当然だと言い張り、怒りと嫌悪を煽る時代。その中で揺れ動き、時には嘲笑され見下されても周りを見て連帯できる皆さんを私は心から応援したい。他人に理由なく優しくした時、それまで存在しなかったものが新たに作り出され、人生のプラットが変わると信じながら私はこのゲームを完成させた。孤独に漂う寂しさを嘆く全てのクラゲたちにこのゲームがささやかな慰めになることを祈る。なんださっきの名文は。かっこいい。何ですかこのすごいな制作者の人。いや特に我々戒厳令の件で一生懸命立ち向かった韓国の方々の姿をニュースで見てるじゃないですか。だから余計に感じます。この先ほどピンとのきますね。詩が何を示しているか。でしかも原島康生さんがデモに行っているっていうところまで含めてもちろんこのゲーム、その後に作られたゲームじゃもちろんないのですが、はい、やっぱこう変わらないものってあるなって思って、やっぱ正義とか愛、すいません、愛が嫌いな方がいるのも分かってるんですが、恋愛とかの愛だけじゃなくて、私いろんなちょっと複合的な意味で愛っていうのを使うんですけれど、はい、なんかそういういろんな方々の救いになればっていうところをすごく感じるというか、なんかいろんな人々に敬意を表して作ってるゲーム。もちろんちょっと問題点いろいろ私ブチ切れていろいろ指摘しまくりましたが、それはこのゲームが悪いというわけではもちろんないですし、これから創作がアップデートされていく中のものだと思いまして、で、実は私このゲームの時にもう最初からこのゲームの主題を決めてたんですよ。タイトルは未解決事件を終わらせないといけないからなんですけど、私のこのゲームの呼び方は被害者は救われないといけないからっていう言葉だったんです。ただもうちょっとね、なんかね、こう犯罪が絡みまくってると思ったからそれを設定してたんですが、やっぱりこの精神的なケアを受けられない社会にひどい目に遭わされてしまった方々を被害者と見るなら、やはりその言葉は合ってるなって今自分で思ったりしましたね。このゲームで Thank you for playing ということで、いや、こちらこそプレイさせていただいてありがとうございますというところで。はい。すいません。唐島さんの感想ターンを奪ってしまいました。はい。いや、言い尽くされてると思うので、ということで未解決事件を終わらせないといけないからクリアしました。皆さんありがとうございました。ありがとうございました。でもまだ何かあるのかな？あるのかな？翔太くんを絶対に救ってください。お願いします。
あれでもさっき、なんか、マスターの方が、もう一つのエンディングもすぐ見れるよっていうことを言ってますね。はい。じゃあ、これは見るしかかない。見るしか見るしない。かない。はい。ということで、ちょっとマスターの導きに、ジェダイの導きに従って、もう一つのエンディングも見てみますか。うんはい。っていうほんとことは、でも鍵2つ残ってて、はい。だからなんか、1個でいいのかなっていう。どうなんですかね。でもこれ多分次のあれを選ぶと、で、もう上の鍵ゲージがなくなってますね。2個あったでしょ、でも鍵。そうですもね。そっか。1個鍵使っちゃったからっていうことか。もうないっていうことか。でも2個あった。いや、私の記憶違いかもしれいや、ない。2個あったと思いますよ。ですよね。マジでなのに1個しか使ってないのに消えちゃってるからなんでだろうと思って。開けるとき2個使いました。2個使ってたのかもしれない。でも1個使った時に開けて、もう1個パチってやったから、多分全部、そうでしょうね。全部やっぱちゃんとするべきだったというか、なるほどな。ということで、もう一つのエンディングも見ていきたいと思います。2個あったんですが、なんか知らんがこうなるらしいです。はい。なるほど。ありがとうございます。なんか知らんけど。改めて読みますか。おばあちゃん、お疲れ様でした。ついに事件の一部始終を思い出したんですね。聖火の行方不明が未解決事件として残っていた理由、もうわかりますよね。ありがとうございます。聖火ちゃんが無事に帰ってきたことを教えてくださって。私が通りかかったせいで死なせてしまうようなことはなかったんだと分かりました。多分もうこの時点で分かってるでしょ。私が通りかかったせいでって、だから通りかかって聖火ちゃんを見つけてしまったっていうことを多分もう無意識に言ってますよね。本当にありがとう。この事件、初めて接した時にすごく驚いた覚えがあります。誰もがそれぞれの理由で嘘をついていました。大切な人を守るために、あるいは大切な人との約束を守るために嘘を。審判者さんもそうですか？誰かのために抱えている秘密がありますか？はい、あります。あなたのための秘密が。そしてこれで、警察の方を選ぶってことか。のかな？重要未解決事件捜査官。実は聖火の失踪は我々未解決事件捜査官が扱うほどの事件ではありませんでした。先輩もご存知のように、毎年未成年の行方不明者だけで1万件を超えているのが現実ですから。無数にある未解決事件のリストで、凶悪犯罪とは関係のない児童1人の行方不明ぐらいは、誰も見向きもしないでしょうね。それでも私がこの事件に興味を持ったのは、やはり名前が決め手でした。名前はどうして？行方不明の児童は原島聖火。宮城聖火。おお。サのサイという字を使った名前。私と同じじゃないですか？年も同じですし。ちょっと待ってください。審判者さん。はい、先輩。私の名札をよく見てください。私が宮城聖火です。先輩が見つけて出してくださった行方不明児童ですよ。まさか。でちなみにこれも私予言してた。そうですね。実は成長した聖火さんなんじゃないか説も言ってて。でもどっちもなんかやっぱ重いな。私が宮城聖火です。まさか。泣かないでください、先輩。本当ですか？本当に聖火さんなんですか？あまりにも申し訳なくて、私は取り返しのつかない罪を犯しました。違いますよ、先輩。謝らないでください。私、先輩には感謝の気持ちしかないです。
私は鈴鹿さんに合わせる顔がありません。言いましたよね。私は聖華さんを見つけられなかったんです。いえ、そうではありませんよ。聖華さんのおばあ様から聞いた内容、もう思い出したじゃないですか。これ、あの時おばあ様が供述した内容の調書です。見てください。清崎警部の訪問が私を家に帰した決定的な契機となったんです。それは当然やるべきことになっていて、私はただ手続きに従っただけです。先輩、私も警察官だからよく知っていますよ。あれは誰も守らない手続きでした。今もそうです。それでも先輩は一人で守ったじゃないですか。形式的な確認で終えず、警察なら当然やるべきことをしてくださった。だから私は帰ってくることができたんです。私は聖華ちゃん行方不明事件の書類を持ってもう一人ずつ話を聞いて回りました。聖華ちゃんのご家族だけでなく、私の父と兄とめぐみママにも久しぶりに。みんな同じように先輩が復調したら感謝の気持ちを必ず伝えてほしいと言いました。もうこの病院にも何度も来たんですよ。私は警察の仕事をしながら多くの人々の苦しみから目をそらしました。聖華さんは私に感謝しているかもしれませんが、それでも。わかりました。じゃあこうしましょう。後でまた先輩に時間を差し上げます。その時に後悔する時間も過去の自分を責める余裕も全て手に入るでしょう。で、先輩、今私たちちょっと急がなきゃいけないんですよ。先輩が記憶を回復するのに時間がかかりすぎちゃったんです。私たちが話すのは今日が初めてではないようですね。では、聖華さんもご存知ですよね。今私の頭の中には漂白剤が波打っています。なのにもっと大事なことがあるというんですか。だからこそその記憶が真っ白になる前に先輩に助けを求めたいんですよ。私を連れ去った松田梨紗子さんのことです。未解決のまま残った聖華ちゃん行方不明事件の通報者の。梨紗子さん、あの時懲役1年でしたっけ。治療を受けながら服役していたのでは。はい、合ってます。あの方の刑期はとっくに過ぎているのにまだ施設から出れないんです。どうしてそんなことに。聖華ちゃんのお父さんによると、梨紗子さんはこれまで薬を投与されるだけで一度も絵師との面談をまともに受けてなくて対処できないようです。私たちが助けるべきじゃないですか。聖華さんはもう梨紗子さんを許したんですか。これは許す、許さないの次元じゃありません。ごく事務的に処理しても何が正しいかわかることですよ。聖華ちゃん行方不明事件は未解決のままですし、未解決事件は終わらせないといけないから。こっちのエンドも辛いなでもこれはこういうバージョンもあるっていうことなのか。なるほどな。もう完全に別次元ですよね。そうですね。人が違うので。まあ正直最初のっていうか一応トゥルーエンドの方が実際まあ真相っぽいけど、でもこっちのエンディングはこっちのエンディングでとてもいいですね。ですね。はい。いやで、そうだな。多分日本にもあるんですかね。治療を受けながら服役できるあれ。精神医療を受けながら刑に服してる人はいると思うんですけどね。全部無罪になるとかいうのはね、なんかネット用の人がよく言ってるけど、そんなわけがないので。ないので、そう。
海外のそのミステリー、サスペンス見てると、その治療の服役、だから病院に入院して、そこで服役するみたいな、治療しながら服役するみたいなのがあるので、それじゃないのかなと思って、1年服役してから治療にみたいなこと言ってたから、あれって思ったんですけど、でも、梨紗子さんレベルで苦しんでる方を、普通に刑務所に入れていいわけないと思うんですけど、いや、罪は罪ですよ。償わなきゃいけないけど、その形ですよね。やり方であったり。やっぱでもマルチエンドではそうかないのか。で、時系列の順番に並んでて、実際は、今のその方は、やっぱり松田梨紗子さんなんだけど、自分を清崎さんだと思ってるから、その治療の過程で、ああいう風に話しかけてたっていうことですか？可能性はあるのか。で、そこで、だからトゥルーの時に、やっと、梨紗子さん、自分は清崎青だって思い込んでいるのが、ぐっと来るのかな。うん。警察バッジのエンディングから鍵で開けるエンディングの順番になっています。宮城聖華さんが清崎さんを救い出し、救われた清崎さんが今度は梨紗子さんを救うというストーリーになっていますと。そう。そう、髪型が梨紗子さんと似てるよね。膝抱えてる清崎、自称清崎さんっていう話してたんですよ。ね、実は。いや、でもやっぱ、ぐっと、なんか、胸に刺さりますね。なんか、いろいろ、ほろ苦いというか、全然ハッピーエンドってわけじゃないけれど、ただなんかやっぱこう、社会にいろいろなことを投げかける、ものとしてすごく、意義のある作品だったなって思います。はい。はい。ということで、これで完全クリアと言っていいかな。はい。ちょっと順番が前後しちゃったけど、未解決事件は終わらせないといけないから、はい、終わらせました。クリアありがとうございました。ありがとうございました。いやーね、面白いゲームでしたね。まあ実際のね、やっぱり社会問題についていろいろ考えさせられましたし、まあ確かにその、まあオチ的にね、精神障害を抱えた方が犯人だったので、まあその点はね、もうちょっとフォローが欲しかったとは正直思います。けれども、まあ、ディサビリティ月間にね、やっぱりやるのにふさわしい、とても内容であったというふうに思います。はい。やっぱりケアがされないとね、原島康生さんのように、まあ、自分で、特に障害とか、の自覚がなくても、やっぱりああやって追い詰められてですね、なってしまうっていうところもたくさんあるので、まあ、ちゃんとね、警察とか公務員がね、やることやってるっていうのは当たり前の話なんですけど、まあ、それすら守られてない昨今なので、はい。ですね。やっぱり社会の側が、そうした人たちに対するケアを怠らないような体制づくりが必要かなというふうに思いました。はい。やっぱそうですね。治療にちゃんとつながれる。それに対して偏見もないし、っていうところの、やっぱ構造が変わらないとダメな感じの、だなって思って、本当に治療。まずだから市役所がちゃんと訪問してれば終わってたんですよ。わかるかいや、本当ね、一貫して悪役だったの市役所ですね。一貫して悪役。いや、マジでちゃんと訪問してればどれがなったんですよ、マジで。本当に。はい。ということで、ノミネさんコメントありがとうございます。ありがとうございます。一番の悪役、市役所。映画市役所。ああいうことをして他の公務員の市民への奉仕を名誉毀損してるので、ああいうやつはちょっとマジで処分を受けてほしい。でも今回の捜査で供述、あれのせいで起こったって分かってるからさすがに多分清崎さんちゃんとさばいてるっていうか、それ用の多分別の課に回してる可能性はありますよね、その事件資料。そういえば事件捜査中にこんなのを得たんだがって言って、横なんかして裁かれてほしい。だからやっぱ大人の身勝手でこういうことが起こるし、治療されるべき
人々が治療につながるアクセスできないっていうところがやっぱ社会問題としていまだに強く、で特にやっぱ精神障害にはそういう偏見とか差別嫌悪とか恥ですみたいなのが残っちゃってるので、そこをやっぱしっかり変えていけば事件防げるねっていうのをしっかり感情移入できるゲームとして送り出してるっていうところがすごいなと思いました。はい。はい。ね。ちなみに、今、キム・ヨンスさんとジュリアン・バーンズさんについて検索してみたんですけども、どちらも、著名な、小説家で、ポストモダン作家で、ジュリアンさんがイギリスの方で、まあなんか数々の大賞を受賞している人で、まあその方の引用ということですね。はい。やっぱジュリアン・バーンズ、そうですね。あと、キム・ヨンスさんも、著名な小説家で、世界の果て、彼女、ワンダーボーイン、僕は幽霊作家ですなどの代表作があるということなんですけど、今、すいません、ウィキペディアに見て知ったんですけど、ジュリアン・バーンズさんで、これ、有名な名言があって、はい、これの人なんだと思います？いや、多分、ツイッターとかで見たことある人いると思うんですけど、いや、多分まあわかんないと思うんで言っちゃうんですけど、ジュリアン・バーンズの名言として伝えられる最高の愛国心とは、あなたの国が不名誉でバカで悪辣なことを知っているときにそれを言ってやることであると。最近ブルースカイで見たなるほどな。やっぱイギリスを代表する作家はそのジュリアンさんで、はい、JK ローリングではない、ジュリアン・バーンズさんで、はい、です、はい。はい、皆さんね、JKR ではないですね。ジュリアン・ロバーツさんです。はい。イギリス代表、ジュリアン・ロバーツさんでいきましょう。はい。まあ、間違いなくそうだと思いますけど。私こそが、我々が愛国者だというですね。いや、そう。だから、よく言われるじゃないですか。本当の友達って。終わりの感覚からの引用だったらしいですね。はい。本当の友達っていうのは、はい、何でもかんでもそうだねって同調するんじゃなくて、悪いことをしたりおかしなことをしている時にそれは違うよおかしいよって指摘してくれるのが本当の友達であるみたいなのがあると思うんですけど、それは事実ですよね、だからこそこの国を愛しているからこそわけわからんことをしているならば正してもらいたいので指摘するというところですよね。ああ、なるほどな。すごいな。なぜだ、敬虔なブルースカイ京都なのに知らなかったっていう。最近見た、最近なんかどっかで見たと思う。そう。やっぱ、でも、もしかするとでも、烏丸さんので見たかもしれない。烏丸さんの配信で、どっかに映ってたかな、それ。いやでももしかするとまあでもって SNS で見た記憶すごいあるので、まあどっかで映してたかもしれない、いやでも実際本当にだからね、だから烏丸さんはこの国が好きだからこそそうですね、政権に起こったりとか、はい、ね、美しい海を埋め立てたり、土地を潰したりしていることに起こってるわけですよ。はい、そうです。そう愛国ってそういうことですよね。パトリオットはそういうことだと思います。はい、本当に。なんか、フィクションっていうかゲームの世界で、国旗とか損壊しても国旗損壊罪にならないらしいんで、皆さんどんどんやっていきましょう。はい、そう、そういえば言ってましたね。だからアニメとかの表現で日本国旗をどうかしても捕まりませんって言ってたので、ちょっと、どんどんやっていきましょうや。だから下手すると私がサムネを作った時には日本国旗が燃えている可能性があるので燃えている日本国旗をでね焼き芋してるサムネを作ろうかな今度は。やるかーっていうですね。やるかーって。まあなんか思わぬ方向から本当作者の方にもね、ジュリアン・バーズさんに応援してもらった感があるんですけど。いやそうでやっぱデモに参加してるっていうのすごくないですか？そうですね。そういう出てこないでしょ、日本のあらゆるゲームで今あの人デモに行ってるからいないよなんて言う人いないでしょ。はい。すごくないです？すごいですね。だからやっぱ
もちろん、全部が全部OK とか、全く倫理観チェックオールクリアじゃないけど、うん。これを、こういう風にいろんなゲームをしていくことによって、ここは良くてここはダメだよねっていうのを我々スカーレッタが明確にしていき、まあだから今創作の過渡期だと思うんですよ。そういう差別的な表現だよねっていうのがやっと受け取る側にもちゃんと伝わってきてて、そういう表現をしているものに対してやっぱちゃんと警戒できるようになった。おかしいと思うようになった。表現だから何をしてもいいっていうわけではないっていうのを我々がやっとなんとなくそういう概念があると知ってきてるっていうところの段階なので、どんどんやっぱ進化させていかなきゃいけない、進歩させていかなきゃいけないっていうところで、やっぱこのゲーム実況がすごく自分で言うのもなんですけど、でも本当に意義がある実況をさせていただいてるなって、しかもなんかね、毎回なんかご時世に沿ったゲームをなぜかね、我々がセレクトしてるっていうところもね、なかなか面白いご縁だなと思うので、そうですね。そんな感じで。デモなんですけど、確かにはっきりしなかったですけど、だから私は松田さんのために、梨紗子さんのためのデモじゃないかと思うんですよね。だって不当に拘留されてるわけでしょ、おそらく。警察病院かなんかに、何かに。多分。だから彼女を解放するために原島さんはデモ活動とか市民運動をやってるんじゃないかなっていう気がするんですけど、そう解釈しないと、だってなんでデモにっていう言葉が出てきたのかってわからないし、話もつながらないので。そうですよね。まあやっぱ創作なので意味がある方が多分しっくりくるけど、やっぱそうですよね。やっぱ不当交流とかちゃんと適切な治療を受けてないから、医師との面談を拒否しているのであって、それを、患者側の責任にしているっていうのはおかしいだろうっていうところだと思うし、あとはやっぱ子を失った親に対するケアとかをもっと行政国がやれというところのデモであったり、やっぱ当事者だからこそ誰にも相談先がなかった、誰にも助けてもらえないと思った、苦しかった、孤独だったっていうところを言えると思うので、だからやっぱ梨紗子さんを助けるためにそういう風にしておられるっていうところも確かにそうですよね。だからデモはやっぱそれ系の梨紗子さんや聖華ちゃんにまつわる、子供にまつわるものではないかなっていう風に思いましたね。で、これが発売したのが、そっか、2024年の1月18日に発売したソフトなんだ。でもこれってもしかしてあれじゃないですか。本当にあれじゃないですか。さっきの作者さんのメッセージありましたけど、ユン・ソンニョルの件じゃないです？あいつがやらかしたそうか。でも、ごめんなさい。1年違う。24年の12月に非常戒厳を宣言してるから、そっか、このゲームが発売してから11ヶ月でそうなような事件が起きたわけですね。いや、でも韓国の国民っていうか、その市民の方々は乗り越えたわけですよ。すごいですよね。いやでも多分やっぱりユン・ソンニョルって相当やっぱり現役時代ひどかったらしいから、やっぱそういう思いが余計してたんじゃないかな。まあ今の我々みたいなもんですよね。あいつらクーデター起こすかもしれないし、もう起こしてるかもしれないみたいな感覚に陥ってて。やばい、スカーレッタっていうやつらが過激なこと言ってるから捕まえようぜってされる可能性はあるのでね。やだな。いやまあやっぱ感じますよね。だって我々も今ね、生活していて、高市政権だけじゃないですよ。もちろんいろんな悪いやつらとか自分たちだけ良ければいいっていう層によるしわ寄せを日々感じながら窮屈で息苦しい生活を我々はねしてるので。なるほどな。もともとは、韓国のゲームなんで、登場人物は韓国人名で、日本語版の名前は、日本語版じゃない、韓国版の名前はチョン・ギヨンさんという名前で、以前ソミさんが、2019年に出した、リーガルダンジョンという、ゲームの主人公と同じ名前だそうです。
やっぱ何かし、そう、割と創作者ってその思い入れのある、自ちなみ分のキャラクにターがごめんなさい。あり私ますよね。ずっと名はい。前間違ってたんだけど、清崎葵さんだそうです。すいませんでし葵た。さん葵か。さんだったんだ。いや、でも、二そうで人とも間違も青でも葵さんでも素敵だよな。やっぱ、二人とも名青い。前を間違い続けてたいや、いやでも、清くて青いって素敵ですね。そうですうん。ね。だからやっぱり、うん。だから未解決事件で終わらせるっていうのって不正ではあるんですよね。う真ん。相を知ってるから。うんうんうん。でも、それでも未解決事件として終わらせて、というか、あげたっていうか、なんか、そこでやっぱ、それが苦しみですよね。だって本当であれば、未解決事件にしなくても、梨紗子さんを救う手立てがあれば、そんうなことしなくてん。よかったわけなので、そうできっと、すね。そりゃ清崎さん永遠にこの事件で苦しむだろうなって、多分うん。許された後でも、こっから先、立派に育った聖華さん、ね、警察官になって、その清崎さんを見てね、警うん。察官にもしかしたらなったのかもしれないうん。けれど、そういう方、で許されたり、いろんな方と交流して、心がほぐれていってもきっと、もう本当この笑顔が辛すぎる。聖華が生きてるっていうことの証明じゃないですか。生きてないけど。うん。なんかやっぱ苦しいですね。いやではい。も、でもこの苦しみというか情緒大事だと思うので、しっかりうん。抱えていけたらいいかな。まあそうですね。そうですね。昴生さんが、だから梨紗子さんへの愛なわけですよ。もう、うん。最初見たときは、てめえって言ってたけど、うん。いや、もちろん、やってることは悪いですよ。犯人隠避と、間違った自首って、大体ダメなので。はい。でも、やっぱり、そうやってでも、どうにかしたいって思った愛。だから、やっぱ、夫婦っていうか、まあ、二人で保護者、原島聖華さんのうん。親として2人で向き合うべきだった問題から逃げ続けた結果の罪をここで裁いてほしいという苦しみの叫び、なんかこう最後の叫びだったような感じもすると思うんですよ。それがちゃんとそうですね。社会運動につながってたのが偉いなって思うので、はい。やっぱそうやって、うん。いけたらな。そうですね。ただ、まあ、やっぱり、昴生さんは少し反省すべきだと思うし、まあ、いや、ケアを受けてほしいと思うんでそれはそう。すけど、ただまあ、やっぱりね、そういう事件とかを家庭とかに押し込める問題がよく現れてるゲームだなというのもすごく感じたので、はい。まあですね、やっぱり社会的な側からのケアのアプローチがとても必要だなというふうにね、まあ特にまあ市役所はちゃんと仕事しろということなんですけど、いや、思いましそうは、たね。はい。マジで、あいつらのせいで起きた事件なので、ガチでしはい。っかり厳しい処罰が下ってほしいですね。と思いうん。ます。はい、ということでですね、はい、7月19日になりましたので、そろそろゲはい。ーム、実況終わりにしたいと思います。はい、皆様、最後までお付き合いくださりありがとうございましありがとうた。ございまよかったら、した。高評価、チャンネル登録、シェア、ハイプ等拡散よろしく協力お願いいたします。よろしお願いしくお願いします。ます。はい、ということで、次の配信はですね、ちょっとゲームまだ決まってないんですけど、まあちょっといろいろ考えております。7月25日がですね、ちょっと私用事なんで、おそらく一はい。周ちょっと飛ばしてしまうことになるうん。と思うんですけど、また8月からですね、再開したいと思いますので、皆さんよろしく引き続きお願いいたします。ます。はい。はい。あと来週はですね、24日は、ディサビリティ月間ということで、カラスマトークスペースということでですね、障害、者月間に関して思いを持っているリスナーの方々を今募集しております。今、4名の方にちょっとお話しいただく予定になってるんですけど、まだまだ募集中ですので、よかったら気軽にですね、私の、まあ、SNS とかコメントとか、ディスコードでも何でもいいので、はい、アプローチしていただければと思います。よろしくお願いします。お願いします。はい。ということで皆様ご視聴いただきありがとうございましありがとうございました。た。
はい、それでは、ですね、暑いので皆さん体調等にお気をつけてください。戦争、紛争、虐殺、差別、あらゆる加害に反対します。ということでありがとうございました。お疲れったでした。お疲れ様でした。新しいのが出てきた。ありがとうございます。はい。ということで、お疲らすかつお疲れったでございました。はい。またよろしくお願いします。お疲らすでした。お疲れ様でした。おやすみなさいませ。おやすみなさいませ。